6日目、歩き出すでー。おはよう。おはよう、眠れた？足の豆の具合はどうなの？ぼちぼちやな。おはようイケメンふさふさおはおは。今日はひとまず浜松まで行って風呂やな。おはよう本日もご安全に。おはよう今日もご安全に。おはよう、今日も頑張って、涼しいから歩きやすそう。おはよう、朝早いな。鼻水止まらないけどワイは元気です。浜松か、雨が降らないよう祈ってる。おはよう昨日は遅くまで歩いたのに早起きだね。風邪ひいてない？今んとこ大丈夫やな。ならよかった。6日目。浜松までだよね。行ってらっしゃい、ご安全に。みんな3月、とりあえず今んとこぼちぼちやな。朝一からすごい道。怪我に気をつけるんやで。すごい道やな。朝ごはん食べた？おにぎりと味噌汁。おはやでー、今日も一日ご安全に。3月。少し人気があるところに来たか。にお願い、茶畑があったら写真。昨日の夜あったんやが暗すぎて撮れんかったな。そっか、ちなみに茶の花が見れたらレアだよ。季節は今頃だけど。徒歩2期おはようやで、今日いっぱいは静岡やな。今日も一日ご安全に。おはよう、旅の安全を祈る。天気、微妙やな。若干涼しいくらいの朝の空気が、すがすがしくていいんよな。わかる。こんな時期に野宿なんかしたら、ワイなんか一発で風邪ひくわ。は道中で体壊したりせんのか？今んとこ大丈夫やで。静岡長いな、やっぱ。おはおはようやで、このスレ見てると歩きたくなる。今日は曇ってるわね。降水確率は 10% だから大丈夫だとは思うけど。おは寒くない？大丈夫。おはよういい天気やな。東京は曇りやわ。雨じゃないだけマシか。おはよう。睡眠不足やろな、ご安全に。夜中から雨が降ったりやんだりや、あっと三重県北部。いつもどこで寝泊まりしてんの？サウナ？なんかいい感じのとこ。今日は早いんやね。浜松のうなぎ、カネリンうなぎ店、備長炭でふっくらと焼き上げる絶品うなぎ。おはようもし浜松駅近くの静岡銀行浜松営業所の近く通るなら写真撮ってくれへんか？通るかわからんけどええよ。サンキューコースから外れてるなら気にせんでな。晴天が続くな。今静岡？せやな。秋らしい雲やね。鱗雲やな。おはようございます。今日もご安全に。車増えてきたから、なおさら注意せなあかんな。鱗雲出てるし、数時間後に雨やね。おはようやで、天気そうでよかったわ。歩いてる時って音楽聴いたりとかしてるん？聞いてない。浜松でお風呂、で、最終的には豊川まで行けたら行くのかな？浜松で休息して行けるとこまで行きたい感はある。今のところ雨雲レーダーで見る限りでは雨は大丈夫そうやね。少し休憩。公園とかで休んでるんか？せやな。京都はどのあたり通るん？京都市内？せやな。頑張れー。ワイも仕事とりあえず頑張るわ。再開。須磨までは前回とほぼ同じコースを通るんか。幹線道路で車がブンブン通るのを横目にひたすら歩き続ける徒歩2機の姿、いいよな。晴れてきたな。さっき車でっぽい人とすれ違ったで。ファイトやで、ワークマン寄ってくのもありやないか？おはよう、今日もご安全に、スタート地点で仕事しながら応援しとるよ。3月。のどかやな。ワイも何十キロとは言わないけど、ゆっくりお天道様の下を歩きたいわ。昨夜の雨で濡れただろうけど、大丈夫なんか？とりあえずは。そうか、風だけは気をつけてね。頑張ってね、ワイは仕事行ってくる。おはよう、今日も安全にね。今日の目標は浜松くらいかな。爽やかのハンバーグ食べたいな。下着だとかの予備足りてるんかな？お金とかまだ平気か？静岡ももうすぐ終わるんやな。浜松まで来たらもうちょいやろ、愛知。何にせよ晴れてよかった。けどまだ暑さも厳しそうやが。晴れてきたな、よかった。靴はまだ平気か？濡れるとダメージ進みそうやしな。まだ大丈夫。テントで乾かしてたたまんと、やっぱ痛むんか？そんな暇なさそうやしね。アウトドアって道具の管理が大変よな。おはよう今回はさすがに途中で靴の交換が必要そう。もう靴べかい、なんという見客。まだ誰もスネークしてないんかな。平日の午前やからな。でっけえ荷物持ってラーメンすすってる男がいたら、それが一致だとか。そういう偶然あればいいのにね。青森、福岡と歩いたら、次の目的地決めるの難しそう。
空もう北の大地よ。まだ四国や北陸があるやで。がっつり晴れたな。雲ない晴天ね、よかった。朝曇ってたのに完全に晴れたね。けど暑くなりそうやね。上の方でうなぎの画像出てたけど、たまにはそういうのをがっつりと食うとええわね。うまい飯を食うとほにきなんてとほにきやないわ。精つけるためにたまには安いうな重食うてもええかも。浜名湖ももうすぐやしね。コンビニ飯もうまそうに見えるし、ワイワイ一致に何でも食べてほしい。たくさん食べて体力つけてほしい。たくさん食べたら故障する確率も上がるぞ。バースデー。天気やね。10月7日、木、静岡市天気、晴れ、時々雨、27度、22度、降水確率 40%、紫外線、やや強い、日焼けが起きやすい、お出かけ指数、80、お出かけ日和。すまん、掛川は降水確率 20%、岩田も浜松も 10% やし、西に行くほど降水確率は下がるみたいやね。涼しくなってきたとはいえ、日差しの下を歩くと暑いよな。時々日陰があると嬉しいよね。岩田へ。いいお天気や。天竜川橋ルートやね。しっかりした歩道があるから安心や。横浜はずっと曇ってるけど、そっちは晴れか。いい天気で羨ましいわ。埼玉は昨日が嘘みたいな小雨。今日のラーメンは何？わからん。ラーメン以外は食わんのけ？あっという間に岩田に入ったな。お昼は岩田で、午後は浜松のどこまで行けるか、って感じになりそうやね。掛川ってしぐるいのとこか、車乗ってたとしても、東京から静岡やと旅レベルの移動やけど、徒歩でも行けるんやな。でも、徒歩で東京から静岡行ける人なんてほとんどいないやろ。江戸時代の飛脚レベルやな。時代が違えば記録に残るやもしれん。徒歩すれでやたらラーメン人気なのを不思議に思っとったけど、阪神のランディとかもよくラーメン食っとったし、ハードに運動する人には糖質必要なんやなって。ああ、だからバースデー看板、かっこ今更。カロリー大量に消費する人には糖質、タンパク質だろうしな。野菜とか草生えるわ。はや、もう大田川か。先ほど、岩田、袋井市境あたりで車ですれ違いました。頑張ってください。すごい、よく一致だとわかったわね。黄緑のシャツで細マッチョの方ですよね。この辺りは歩道に人がいないので、よく目立ちます。熱中症にお気をつけて。そうやったんですね。一致、岩田の方も応援してくれとるでー。ごま ?3 月。体格はともかく、大荷物背負って歩いてれば嫌でも目立つからな。いつか一致にカロリーメイトの差し入れとかしたい。一致、食いもんなら何がありがたいんや？今のうちに言うとくとええかも。なんでも嬉しいで、でも大きいものだとちょっと持てないかもしれん。なら携帯食がええかもね、やっぱり。ワイも差し入れしたいけど、ニートやから麦茶とソイジョイだけもええか？リンゴの季節やし、昨年は確か地元民からもらってたんだっけ、最後。東北の方々にリンゴもらって、いっぱい食べてたわね。意外な優しさに驚かされたけど。ああ、青森まで歩いた2機のスレなんやね。ウィマルーインゼリーみたいな携帯食の方がいいのかしら。ワイが留守してる間にこんなスレが。岩田民也が、映るとこみんな知ってるとこで嬉しいわ。一致、お風呂先？お昼ご飯先？迷っとる。福岡？果物食うなら柿食うとええで、体温下げてくれるし腹持ちもええし。柿は美味しいけど、利尿作用があるからトイレ近くなるかも。一致北海道出身らしいけど、本場の味噌ラーメン食いたくなったりせんのやろか？マジですごいと思う。頑張れよ。この先戦闘結構ある。1、今日の昼ご飯予想。1、やっぱりラーメン。2、浜松といえば餃子。3、少しリッチにうなぎ。4、静岡なら爽やか。5、その他。どれ食っても外れなしでいいわね。ただランチ帯の爽やかは、席空いとるやろうか。浜松って餃子美味しいんか？宇都宮と毎年消費量争ってるで。何をそんなに張り合っとんねん、大食い競争か。町おこしの一環だよ。そうなんやー、知らんかった。去年は宇都宮、今年は浜松が1位や、ここ十数年間では7-4で浜松が勝利数を上回っとる。ちな今年の3位は宮崎。いつも食べてすぐ歩き出しけど、腹痛くならんのけ？一度東海道を歩いたことがあるのに、また同じルートでもっと遠くを目指すというのが信じられんわ。しかもほぼ倍の距離やで。爽やかってそんなにうまいの？わざわざ他県から食いに行くとまではいかんけど、仕事や用事で静岡寄るならぜひ食べておきたいって感じ。よくわからん基準やね。休日に他県から車で押し寄せてきて、時間待ちとかあるらしいんよ。そこまでしても誰も得しない。そこまで行くのか、他県つっても隣県だろうけど、ゆっくりできなさそうやな。うまいまずいで言うと全然うまいんやけど、わざわざ遠出してまで食いに来るかってレベルかな。静岡って横に長いから移動大変やし。爽やかは平日でも並ぶんかな。
トンキン微妙に雨降りそうやけど、そっち晴れてるんやな。もう浜松着いたん？ラーメン屋に浜松餃子というメニューがあれば、ついでに頼んでもええな。それ最強かも。すげえなもう静岡脱出か。爽やかは並ぶから、餃子食べてスタミナつけるに一票。混んでる店だと時間のロスやしな。けど一致ってファストフードには入らんのやな。バーガーだとかは苦手なのかな？静岡って爽やかが有名とは聞くけど、待ち時間も数十分単位と聞くとちょっとな。東京の友人が爽やか食べに来るまでドライブしたけど、時間待ちで諦めたっつってた。爽やか岩田本店は11時からの営業やな。サイトに待ち時間も表示されるっぽい。爽やかすごい高いイメージやったが、平日ランチあるのな、1000円ちょい。おすすめするなら、国一か県道413沿いのお店がいいと思うよ。差し入れは汗拭きのウエットティッシュなんかもええかも。汗でベタついてさぞ気持ち悪いだろうし。あと日焼け止めなんかもええかもな。徒歩2期には水とかお茶よりも、こういうのがええんかな？こんなんあるんかなさ。アキュアって JR のやつやなかったっけ？これ飲み物なん？麺に入れてラーメンにするやつか？缶入りスープなんじゃ。天一にもなかったか？こういう系でネタ以外で美味しく飲めるのって、コーンスープくらいやないやろか？おでん缶とかかなり微妙やったで。携帯食なんて皆こんなもんやろ。おでん缶みたいにラーメン缶とかあったらええわね。麺が大変やろけど。今もあるか知らんけど、昔食ったことあるで、こんにゃく麺やったけど。ラーメンのスープ飲料とかいう腹膨れない塩分型の害しかないもの。缶入りがゆだとかもあるんやし。浜松で浜寿司？岩立言うと、もう掛川のゴリラは過ぎた？マジで歩いてんの？やべえな頑張れよ。ずっと都民やと一つの県の広さにびっくりするわ。東海道沿いだと浜松市にある福光っていう餃子屋がおすすめやで。だいぶルートからそれるかもしれんが、永福もおすすめや、浜松駅南側のむつぎ区も有名やな。有名な石松は地元民からするとうまくないからおすすめじゃないで。何気にラーメンって運動しとるときええよな。脂肪、糖分、塩分、肉、野菜。握り飯のが無難な気もするが。愛知に着いたら蓬莱県行こうや、平日なら並ばずうなぎ食えるで。一致のお財布的に、愛知入ったらスガキ屋入るんやろか。最近のスガキ屋は大型スーパーのフードコート多めで路面店あまり見ないな。もう食べたやろか？爽やかこんなにあるんか。皆さん爽やか推しなんだね。爽やか包囲網逃れられん。浜松笹ヶ瀬が一致のルート的に時間もちょうどええ感じ。道沿いならそこがええかも。横に入ったら難儀やろしね。県西部に固まってるんやな。昼飯の話で盛り上がる一方で淡々と歩みを進める一致。爽やかってラーメン屋なんか？ハンバーグ、中身がシンク。ハンバーグのお店やな。今回みたいな体力使うから肉。って時にはマッチしとると思う。ハンバーグか、そうなん。食いすぎると午後歩けんくなるけどな。昼はちょうど天竜川渡ってるぐらいかな。それ見ててたら爆弾ハンバーグかラーメン食いたくなってきた。は間違いなく栃木県民。フライングガーデンか。キグナスがエネオスに変わってる。つきそうか？ワイが一致みたいに歩くには何が必要なんや？テント一式背負える体力やね。あと、折れない心。てか、ストイックさが一番かも。毎日2時間1年間歩くんや。ストイックさ、根性。一致は水族館が目的やからな。そういう目標地点も必要やわな。一致の言葉で100里を行くもの90里を半ばとすの精神。何にせよ行きたい場所があるっていいことやな。観光地だとか一切興味ないからな。特に悪いが水族館だとか何が魅力あるのかわからん。魚は皆食用としか思えんし。漁港の食堂でうまい海鮮丼食うのが目的でもええんやで。せやね。基本的にオンジェイ民の旅行の目的は食い物。まあ人生の最高の楽しみは食だしな。水族館のクラゲも可愛いよ。そろそろ天竜川？徒歩2期？前よりかなり長いんやね。思わず周辺のラーメン屋を無意識に検索してたわ。バブル時代は豚骨ラーメン食いに行くで。でサラリーマンが昼に飛行機で博多行ったらしいわな。狂った時代やったんやろかね。ジンギスカンで北海道ってのも聞いたことある。元道民からしたらジンギスカンって家でみんなでワイワイ食うもんやけどな。タレ付き派とタレは後から浸す派どっちや？ワイは味付き派、もやしがうまい。浜松から姫路くらいまでな、それなりに大丈夫そうだから、次の難関は岡山とかになるんかな？ええ天気やね。ワイも大学の時、東海道と中山道徒歩で制覇したわね。東海道と中山道どっちが大変だった？やっぱり中山道やね。
昔は東海道も川越が大変やったみたいやが、今は立派な橋があるし、中山道は川越がほとんどない代わりに急な峠が多い。江戸の頃は東海道の方が楽やったで。成仏してくれメンス、楽なのは東海道やったが、川越で何日も足止めなんてこともあるから、確実に行く場合は中山道を選択することもあったみたいやね。余計なお世話かもしれんが、この店はルート上にある気がする。爽やか浜松笹ヶ瀬店。徒歩2期は神戸までは体験済みだけど、山陽道の難所ってどこだろう？山陰道は険しい上にコンビニとか少ないから、相当な覚悟と動機がないと通らない方がいい。元山陰住み。難所は宿場多めの次のあたりにある気がするわ。宿場で一旦休んで難所乗り切る、みたいな。そろそろ一致、天竜川か？ Y の天竜川見せたろか？用水路では？今どこじゃ？多分もうすぐ天竜川。もうすぐお昼だね、ご飯なんだろう？ワクワク。ラーメンかな。Y も関西から関東まで徒歩旅しようかな。南角も暑くなってね。肉食え肉、ハンバーグでもいい。今日の J 民は爽やか推しが多い。一致、浜松餃子は食べてた気がするが、爽やかはまだ未経験なような気がするからや、なお Y も未経験。天竜川橋越えてすぐあたりのラーメン&餃子屋がうまそう。本命、ラーメン、対抗、餃子、穴、爽やか。はしごしたら大草原。爽やかは並ぶから難しいかと。ラーメン屋で餃子も頼んでスタミナつけなさいよ。静岡言うたらうなぎと違うんか？うなぎは並で2000円スタートやしな。J 民なんだかんだで金持ち多いから、ちょっとずつカンパすれば数万いきそう。爽やかは静岡しかないんか。静岡のローカル。Y も爽やか食べたことないな、今度行くか。牛の鉄板のやつやろ？あれうまそうだよな。一致、ペース早いな。爽やかに連れて行ってあげたいが、タイミングが難しいな。なんだかんだでラーメンやろな。まあラーメン美味しいからね。まあラーメン餃子やろな。みんなは昼飯なんだ？天丼予定。カレーうどん作っとる。おお、浜松突入か。うなぎ書いて何者や？夜のお供屋で。家族団らんのお供。一人寂しくボリボリ食うわ。お菓子。うなぎの粉が入っとるとかなんとか。うなぎにはいろんな食べ方があるんやで。天竜橋の手前も越えても餃子のうまそうなラーメン屋あるな。桜エビ有名なんちゃうん？桜エビは清水だね。浜松はフグかな。なんか鈴木率高い気がす。鈴木って浜松本拠地やなかった？それでか。浜松は企業城下町、鈴木、ヤマハとか。愛知入るとトヨタだらけになって、三重に入るとホンダだらけになる珍現象起きたりして。うなぎの白焼きって食ったことないけどうまいんか？うまいよ、冷酒で。タレなくても飯と合うんか？酒のつまみやね。わさびちょっと乗せて、醤油ちょっとつけて、口に放り込んでからの酒。お好みで味付けするんやな。昼頃に天竜川という俺の読みは正しかったな。あと10分前後で新天竜川橋通過やろ。少し休憩。ゆっくり休んでな。しようと思ったけどまさかのコンビニ休みだったから再開。平日の昼にコンビニ休み？らしい。休みのコンビニって、どんなコンビニやねん。たまたま棚卸しかもしれん、10月だし。田舎の個人経営のコンビニやとたまにあるわな。ドンマイ屋で一致。はいそうなんや。トイレ借りたかったけど、閉まってて大ピンチってたまにある。桃鉄によると楽器工場があるんやろ。風呂からのラーメンか、ラーメンからの風呂か。ワイは仕事に戻るで。もうラーメン食ったんか？ファミマあるやんけ。天竜川ってことはあと少しで浜松市内がどんだけ浜松広いか知らんけど、夕方には休めそうなんやな。もうすぐ天竜川か、思った以上にペースが早いな。これ、もしかして今日中に浜松抜けるか？浜松を抜けても泊まれるとこには困らない？道の駅なら海沿いの湖西市にあるけど、浜松抜けたら豊橋中心部付近まで安宿っぽいのはない。結構長いね。今度こそ少し休憩。昼飯どうするんや？コンビニでおにぎり食べて、このまま浜松の市街地まで行くかもしれんな。街中で風呂入ってご飯食べる的な。おにぎりか、一致らしい。疲れた時は梅干し屋で。早いな、もうすぐ天竜川やん。少し先行くと、左側の旧国道にラーメン屋あるよ。名古屋城とか伊勢神宮寄るん？伊勢神宮は前に行ったしわざわざ行かんやろ。伊勢神宮は福岡行くには遠回りになりすぎるからやめといた方がええ。ルート的には国一がわかりやすいだろうけど、浜松の国一は田畑の中にトラックが行き交うだけで、歩くにはメンタルやられるから、駅前通っていくルートがおすすめ。国一は車でも景色変わらなくて長く感じる。自衛隊が磨いとるの名古屋城やったか？へえ、そうなんだ。うろ覚えや、なんか白い外壁を維持するのがめんどいとかなんとか。
淡島マリンパークの渡し船の4分の2が差し押さえられたんやって、もう2隻も時間の問題らしい。他の水族館も閉鎖とか話ちょこちょこ聞くから、ほんとまずいんだろうな。ずいぶん前に親会社潰れて色々あったらしいな。コロナ禍で奮闘及ばず、水族館と一緒くたにしたらあかん。潰れた水族館のお魚やイルカさんはどうなるんやろか。他の水族館とか大学、水産高校に移動。水族館って割とマジで今ピンチらしいよな。豊川までガッツやな。うちの前通りそうやな。仕事で日中いないけど。この調子やと何日後に着くやろ。夕飯が浜松餃子な予感。ずっと前にも歩いてるやついたけど同じか？そういえば、今日はスネークいないね。オンジェイミンは野球の本拠地近辺に固まって生息してる性質があるから、浜松から神戸あたりまではめっちゃ多くなるやろ。終電終バス逃して浜松駅から天竜川近くまで夜中歩いたことあるけど2時間かかったわ。浜松駅から西にさらに歩くと宿なくなってくるから今日は浜松突破しない方が得策かな。昔浜松から豊橋まで歩いただけで風邪ひいたな。そういえば、一致の強靭さ半端ないな。天竜川から浜松を抜ける弁天島まで直線で18キロ。弁天島から宿がありそうな豊橋中心部付近まで直線で37キロ。弁天島にでかいキャンピング場あるで、安かったような、ゆるキャン推しが激しいが。徒歩2機がコンビニなんかでお金使わんでもええようにもっと差し入れして差し上げろ。17時頃に浜松市内にいるならなんか差し入れたいな。カロリーメイト、ウィーダーエンゼリー、ポカリ、バナナ、この辺やろな。ウィーダーあたりはゴミも小さく済むしいいかも。カロリーメイトは味の好み分かれるからな。チナフルーツ味派。一致はカロリーメイトはチョコ味が好きなんかな？ YouTube にチョコ味が映ってた気がする。チナ一致はリンゴ好きらしいで、できれば新鮮な藤がええと思うわ。青森ジェイミンやけど、去年一致がリンゴ食ってくれて、割とマジで嬉しいわ。リンゴ食べながら旅してるの微笑ましかったわ。差し入れしてた東北の方々も素敵やと思った。みんな、コロナ明けたら青森にリンゴ食いに来てくれメンス。東北リンゴ巡りの旅。シードル飲みたいんごねー。今年青森行って、アスパムでリンゴジュース買って帰ったぞ。あとイギリストーストとバゴーン。チナ本場の新鮮なリンゴってめっちゃ硬いで。煮てアップルパイに入れるから平気。青森県民は劣化して柔らかくなったリンゴを砂糖で煮て食うんや。それにヨーグルトかければ腸内環境爆上げやで。なるほどわね。騙されたと思ってやってみてくれメンス。やってみるやで。ワイは果物の中で唯一リンゴがあかんねん。すまんな。でもシャリシャリした食感があかんだけで味は好きなんや。アップルパイとか大好物や。青レンのリンゴジュースも安くてうまいで。朝のリンゴは金。昼のリンゴは銀。とかてつぶやきながらバッチャが食ってたわ。生きてた頃。んで一致の昼飯の話やな。一致酒飲んだりするんやろか。前に誰か晩ご飯スネークで酒と食事の写真を見たような。覚え違いかもしれん。仙台のバーでスネーク2機に牛タンおごってもらった時ちゃう？牛タンあったな、それかも。前、浜松でもあったような。ノンストップで歩いてるなら、そろそろ天竜川渡ってるやろや。おお、浜松へようこそらっしゃい。広い空が気持ちいいわね。天竜川か。橋長。一致、多賀大社気になるから、関ヶ原経由で行ってた。名古屋で桶狭間通ってからの関ヶ原か。静岡って長いのね。一致、浜松に入ったかな？昔浜松に住んでたから懐かしいわ。ちなみに小安。てか一致、昼飯は？浜松へ。雲がどんよりしよるけど、曇りなら涼しいな。ここからもまだ長いぞー。なんか天気また微妙やな。なんか嫌な雲。まあ一致なら雨に当たらない速度で歩けるやろ。長距離徒歩旅してる時って腹があんま減らないんだよな。たくさん歩いたからがっつり食うって感じにもならない。朝昼は軽めの代わり、夜は食った方がええんちゃうんか？夜もそこそこ食べたら明日に備えてもっと食べたい。より、エネルギーそこそこ溜まったから今からでももうちょっと歩けるな、って感じになる。多分脳から変な物質が出てるんやろな。うどんよりそばが食いたい。晩ご飯はうなぎか餃子かな。静岡って広いんやな。いらっしゃい浜松へ。この辺は道路が綺麗で歩きやすそうやね。地元に一致が来るとワクワクというかそわそわするよな。なんでこんな人いんの？それは一致が好きだから、リスペクトしてるから。一致が放任主義やからな。有言実行すれば大体伸びる。今どこら辺じゃ？静岡ね、3月。市街地避けて海沿い歩くのかな？一致、浜松城付近行くなら、城の東の神社をぬぬめ、出世する神社。東京駅から静岡県までより、静岡県に入ってからここまでの距離の方が長いとか。静岡長すぎやで。
歩き続けるのは大変だよ。趣があるね。県道312のここら辺って松植えてんのか。浜松市なので松か。今どこや？浜松。かたくなに東海道進んどるわね。また降りそうやな。今日は早めに宿に着いてほしい。昨日みたいなのは体と心に悪い。おいらが昔住んでたところの近所。一致朝6時から歩いてるんか。昨日の今日だし、疲れもあるから気をつけてな。今日朝6時出発だったんか。お昼もまだっぽいし、無理せんでな。めっちゃ歩くにき。スマの時は2月だったから、風景も全然違って見えるんやろね。今どのあたり？浜松駅の手前やな。一致、浜松より先に進むの？せやな。昼飯はおにぎりで歩いたんか、晩飯はまともなもん食ってくれメンス。静岡長いな。大変やろけど一歩ずつ。なんかまた雲行き怪しいな。名古屋に着いたら差し入れしたい。もうじき東警察署やな。あと1時間くらいで駅前あたり着くんちゃうか？もうじき駅だけど、今日はどこまで行くん？もうちょい先まで行きたいけど、とりあえず風呂とご飯やな。ゆっくりするんやで。お昼まだなんだ。今日のご飯は何にするの？風呂なら若林のラクスパカフェか、はたまた適当なネカフェか、駅近郊のビジホか。浜松すぎると快活は豊橋までないで。まあええ感じのところで野営すればええんだろうけど。浜松城ってどんなんや？ミニマリストの部屋みたいな。ググったら弘前城より小さくて草生えた。でも防壁とかちゃんとしとれば、上物自体はあんなんでよう足りるわな。おいおい城は大きさじゃないぞ。戦略勝ちだぞ。城って要は有事の基地やしな。歩くの8や。いきなり大都会で草。これ浜松か？街が綺麗だね。左奥の茶色いビルは見覚えがあるぞ。新幹線から見えるよな。浜松って都会なんやね。お昼まだなの？せやな。それ静岡銀行や。へえ、おしゃれやん。格式高そう。日銀の古い建物みたい。一致、わがまま聞いてくれてサンキュー。今は亡き妻の元職場や、懐かしいわ。ええんやで。成仏してくれメンス。ビルの狭間の3階建てってのがええね。銀行映ってるってことは、駅前から北に曲がったってことかな？どういうルートの予定なんだろう。 5歳からはそれる？掛川から豊橋は70キロ超えるから、さすがに無理やろ。そしたら今日は、前坂か荒井あたりに宿泊か？写真で時系列を追うと、一致かなり足早いな。競歩の日本代表候補や。一致いいアングルで撮るわな。ちょうどストビューの目線やね。そういえばストビューに君ないの？静岡か。アクトタワーに登れば岐阜まで見えるで。あと何日くらいかかるんだっけ？あと半月と数日やろうな。半月？福岡までやからな、最速で半月ちょいはかかるはず。節制貧乏徒歩旅なんだとは思うが。徒歩旅が節約になるってのは大きな間違いだぞ。LCC なら福岡まで6000円で2時間半に対して徒歩なら半月以上で宿泊、食事、風呂、洗濯、もろもろいちいち金かかるやろ。それに膨大な時間もかかる。贅沢な旅やで。別に節約のために歩いてるとは思うてないで、ただだいぶ切り詰めて歩いてるとは思うので、出なきゃや野宿なんて無茶しないだろし。強いて言うならロマンや。自分の足で大地を行く、こんな誇れることはあまりない。支援たっぷり、資金十分だったら、こんな無理難量のストイックな工程なんぞ組まないやろしな。仲良くまったり楽しもうや、徒歩2期頑張れ。ご飯食べます。ラーメンかな？うなぎ、うなぎ、うなぎ、うさぎ。ラーメンか？駅ビルにそれなりお店あった記憶。うなぎ、違うやん。おー、美味しそう。うなぎパイのせご飯で我慢しなさい。よう見たら一致やないの。お腹すくやん。美味しそう。お腹空かせる作戦やろ。わいは一致のラーメンが見たいの。なんやこれ、肝。どんだけうなぎ画像持ってんねん。うなぎ推し多いんだな。一致はラーメンだね。絶対ラーメン。浜松ならうなぎか餃子か。徒歩2期イコールラーメン。ラーメンと浜松餃子かも。ええやん。2期やん。暗くなるのが5時半くらい。ご飯休みで1時間なら、進めてあと10キロくらいやろかね。微妙なとこだな。今やと風寒そうやし。どのくらいかかるんやろ。浜松から豊橋って何キロくらい？ 41 キロぐらいやて。餃子。浜松餃子や。餃子だけじゃないよな。定食やな。いっぱい食べて体力回復してさすが色合いを変えてもっとうまそうにしたぜ。餃子だー。まさか、ラーメンは？餃子とチャーハンか？餃子定食？ラーメン餃子だろう。チャーメンは？
餃子が先に来たパターン。あかん、腹減った。しかしうまそうやな、付け合わせのもやしもええ。昼飯一つでこの盛り上がり。左上に見えるのは何や？温泉卵か？杏仁豆腐か？ラーメンはまだ来ないのか。ビールも飲め飲め。まさか餃子定食？投げ銭でければいいのに、700円くらいならなんとかなるん。ペイペイで送金したい。一人60円寄付できれば一致がうな重食える。ワイも1000円くらいあげるで。もう少し行けば24時間やってるメガドンキあるんやなかったかな。残念ながら深夜2時で閉まる。ああ、やっぱりコロナか。いや、デフォでその時間なんだぜ。24やなかったんやね。今日は浜松で風呂に入るって言ってたから、この後サウナかな？浜松か、ええな。お城に楽器の博物館、あとは何やっけかな。ほんまならお祭りの時期かも。浜松祭りはかなりマットな祭り。祭りは5月やで。今の時期やと袋井だけか。小西市までは行くのかな。小西やと15キロ？もっとあるか。そんくらいやな。徒歩やと3時間。男の足やともう少し早いか。そやな、3、4時間くらいかな。飯食ったり休んだりもするしな。疲れもあるやろしね。なんか夜いきなり暗い道とかもあったような。一致は何者でどっからどこまで歩いてるんや？教えれろクレメンテ。徒歩2期、東京駅からマリンワールド海の中道。今日は道の駅掛川スタートで、ゴールは知らん。何者かも知らん。一致、風呂は？途中にある銭湯とかサウナ入ってるみたいよ。今どの辺？浜松でご飯休み。餃子も食べ終え再開。とりあえず風呂目指すで。雲行き怪しいな。浜松抜けたらワイ無口になるんよ。愛知の人おるかな？一致のお手手が見たいんを、写真撮ってくれメンス。31、綺麗なお手手やね。保存させてもらうわ。てフェチ？へ。怖い。スーパー銭湯あったらええな。風呂になると、北、西に1軒ずつやな。高塚駅前にスパ線あった気がす。ラクスパカフェ浜松と見た。道沿いやからええね。東海道新幹線の高架下か。新幹線のそばやと雨になってもとりあえずは濡れずに済みそう。天気が崩れんとええな。お風呂好き、水族館好き、ハムファンとか趣味合いすぎて、いつか一致にスネークして話してみたいんごね。そういえば、日ハム栗山監督辞任みたいやけど、一致悲しい？寂しいけど、まあしゃあないって感じやな。なるほどやな、ありがとう。一致、稲葉でええんか？本場の鈴木は風味が違う。今日は涼しくて最高の散歩日和や。ラクスパ向かってる感じか。名古屋に着いたら、もう関西が目と鼻の先やな。銀行の写真、ちゃんと撮ってくれてよかったわね。ずーっとロムってたけど、やりとりに心が温かくなったわ。勝手に徒歩2機のステッカー作って、旅用のリュックに貼ってもええ？関東とかはいいよな、涼しくて。それなのに暑い暑い言うよな。大阪見てみろや、いつも暑い、夏地獄じゃ。大阪は盆地だから暑いん？大阪は盆地やないよ。そうなん？すまんやで、甲府みたいに暑い土地って盆地なのかと思ってしまう。もう少しでお風呂かな？一致、風呂終わったら教えてや、差し入れ行くで。スネークしてあげて。多分6時過ぎまでおるわ。ジェイミンに会うのって怖くない？熊の方が怖い。一致はジョナサン・ジョースター並みのガチムチらしいから、平気やろ。先日のスレで誰かが言っとったから間違いない。熊は盗撮せんやろうから、ちょっと拳で戦えば済むだけやで。月のワグマはともかく、ヒグマでやったらイコール死や。そん時はそん時やで。なんかの本で読んだが、舌を引っ張るとおとなしくなるらしい。荒川博夢の百姓貴族で読んだな。ああそれだ。熊殺しの一致か。熊の下引くとか、すでに食われかけてないとできんやん。腕片方持っていかれかけてて、抜こうとした時、たまたま下掴んでて引っ張ったら、おとなしくなったのかも？おえつがして食欲が失せるとかってことかな。熊じゃやばいから、パンダとかで。パンダも十分獰猛でやばいんですが。んじゃあアライグマとか。熊やしな。本気になれば自動車とガチれる動物と人間が戦えるわけないんだよな。せやね、けど自分は美醜だけにこだわる人間の方が怖い。飼ってる人もいるみたいだしいけるやろ。CM やんけ。ウィリー・ウィリアムじゃん。CM だった、草。試したことある人いる。人間が素手で戦って、ギリ勝てる生き物が猫が限界らしい。右に行くのがおすすめ。応援してます。暑いけど無理せず頑張ってください。みんな3月。差し入れってことは地元民なん。何気にコミュ力あるなぁ、みんな。自分も差し入れしたいけど被ると悪いよね。みんなフットワークの軽さすごい。そら近場に住んでるんなら。せやな、近く通るなら間違いなく差し入れするわ。
てか、暇なんやなのは確実みたいだけど。一致足りなくなさそうなものとかある？とりあえず大丈夫やで。汗取りシートだとかあるとええんじゃ。けど、姿さらさんで正解やな。うっかり知名度上がればそれだけ足止め食うことになるやろうし。わい千葉県民、スネークできず、涙目。同じく。実はワイも。ちょうど連休じゃん、行けるで。連休？ワイ、元水族館スタッフ、京都水族館おすすめ。水族館って、水産学部とか生物学部卒じゃないと入れないんか？専門でいいで、かなり狭きもんやがな。無関係学部卒には無理なんやな、諦める。数が少ないイメージやし。その上発給で拘束時間長いんだろ。朗報、風呂、少し休んでくるやで。ごゆっくり。ごゆっくり休んで。ほんまお風呂好きやな。風呂でしっかり疲れを癒してや。お疲れ様足ちゃんとほぐしてきなね。そうや、スネーク民さんたち、ただでマッサージしてあげたらどやねん。5分の足もみだけでも相当ほぐれそうやし。風呂でマッサージチェアするんちゃうかな、てかしてほしい。いつも思うけど、寝ないで歩けてことか？これは。今日は愛知のどのあたりまで行くんですか？無理やー、静岡出るのは、湖西市あたりと予想。やっぱ静岡は大きいんやな。ゆっくりお風呂楽しんでください。飛行機で成田からパリ行った人が、ロシアは静岡と同じくらい長い、って言ってたわ。各駅停車で県越そうとすると2時間かかるくらい横長だからね、しょうがないね。事情があるのはわかるけど、新幹線通してくれメンス。熱海から豊橋間、のぞみで通過するのに45から47分かかるで。あと1時間もしたら日没やし、風呂上がったら快活かな。静岡脱出しても、その先の街に眠れる場所があるかが問題やな。昨日の夜は大変そうやったし。快活は時間料金やし、野宿やとある程度遅くなってからじゃないとダメだから、難しいとこやね。徒歩に切ってスマホ何使ってんの？アクオスじゃなかったか。ピクセル 5A。歩数出してるアプリが、体メイトだから、アクオスだと思う。徒歩なら江戸時代とそんな変わらん。歩幅違うか。すげえな。すごいでー。足の負担やばそう。すごいおんねー。青森行った時は途中で靴変えてたような。そうなんか。確か壊れたよね。コインランドリーの時に買い替えてた気がする。そうか。 6時頃まで風呂屋にいるんでしょ？その後出発してもスムーズに行って8時から9時頃に道の駅塩見坂か、湖西市内へ向かって美地ほかぐらいしか選択しなくないかな。舞坂か荒井あたりかな。寝るとこ考えたら浜松にとどまるのもええかも。明日は岡崎かな。で、土曜は名古屋で休息ちゃうか？一致風呂で溺れるなよ。浜松の天気は大丈夫かな？千葉は雨が降ってきた。夜降るという予報は聞いたな。昨日もサウナの後に雨に降られたし。晴れやな、明日も晴れ、浜松の予報、豊橋の予報。有能。ナイス。東海地方、来週火水に傘マークや。てるてる坊主作ろう。やっぱり観光地やからそれなりのお値段やな。コロナで半額とかならええんやけど。確保でいいやろ。塩見坂のええ感じのところまで進むんかな？差し入れ行くで欲しいもんあったら言ってくれや。車。弟が昔使ってた三輪車ならやってもええで。うなぎ、特上。尻尾ならええで。一致すごいなと改めて感心。青森行きと合わせたら本州完全横断やもんな。青森は大間までいかな、完全とは言えぬ。そこまでは、ええんやないの？下北半島は70キロ以上あるからな。でかいか。青森の前、山形まで行ってるし。双方向距離の合算とかなら、とっくに宗谷岬から佐多岬までは行ってるやろ。青森まで行ったし、今度は新潟とかになるんかな。沖縄まで橋あればな。今まで累計何キロ歩いたんだろう？いつかは北海道やな、根室で野生のラッコ見るんや。北海道はスリリングやな、かっこ熊。徒歩2期にもギネス記録に挑戦してもらって、徒歩2期ウィズ・オン・ジェイミンの名前を歴史に残してほしいんを。プロアドベンチャーレベルやろ、これ。日本縦断勢は昔からいるが、36日はすごいな。マラソンってすごいよね、時速20キロとか。それで 42.195 キロ走るんだから。やばいよね。四国88カ所、約1200キロ完全踏破を何周もしてるジジババおるし、世の中にはすごい人もっといそうやね。そんな距離あるんだ。寺は偏僻な場所とか山の上とかにあることも多いから、徒歩だと結構大変。しかも線路は登山やアクロ満載や。四国って大きいんだね。四国水族館というのが香川にあるね。お遍路って88カ所巡った後、高野山まで行くんやで。そうなんだ、また一つ賢くなった。わざわざ和歌山に来るのか、アクティブだな。なんならワイより体力ありそう。
和歌山にもなかなかの巡礼コースがあるで、こっちは神社か。熊野古道と高野山行ったけど、結構辛かった覚え。お遍路にはコースを逆に辿っていく逆打ちってのがあるんやけど、これを始めた河野右衛門三郎っておっさんはお遍路制覇を20回やった上で、こんなんじゃ弘法大師様には会えない。そうだ、逆にやってみよう。って発想やからな。死者を蘇らせるやつ。死者に会いたくて20回も。絶対会えないぞって誰も教えてあげなかったんやな。弘法大師は一応生きてんだわ。ああ、ほんとだ。ちょうど同じ時代に生きてる人だったんだな。高野山で今も禅譲しとることになっとるんよ。そういえばテレビで毎朝大師様のお膳を作るのをやっていたな。仏教と一致で千日解放業とかいう行き過ぎた修行を思い出した。比叡山だけに比叡なんかすまん、仕事行ってくる。風呂入ってたら思ってたより時間経ってたわ。一致おつ、風呂どうだった？いいサウナだった。よかった、スネークニキに会えた？まだやな。ゆっくりできたなら何より。6時半くらいに出よう思ってたけど、7時頃やな。今日はもう歩かへんの？もうちょい先まで行く予定。もう少しって弁天島とか？未定やな。まさか舞坂までとか？山口県来たら差し入れする。無事たどり着けるよう頑張るわ。歩くんか。一致サウナで整ってリスタートなんだな。ガッツ見せるのかな？一致。お疲れ様です。早めに宿決めれますように。北九州入ったら差し入れ行くわ。マジで頑張ってほしい。どのくらいかかる予定なんや。リミットは29日やな。すごいな、ほとんど丸一月やね。1ヶ月か、頑張れよ。一致お疲れ、ゆっくり休めた？せやな。日も落ちたし、この後の道中もご安全に。一致に触発されて、Y も長距離歩いてみたけど、1日歩いただけで次の日はもう動けんくて、改めて毎日何十キロと歩く一致はすげえな、と思ったわ。マジ頑張ってな。応援しとるで。30キロ歩いたら膝ガックガクになったわ。これ以上を、しかも毎日とかすごすぎ。10月は徒歩2期の旅。黄昏の国やね。一致秋の大冒険。みんな3月。一致の端末大丈夫か？無理して書き込まなくてもええからな。リフレッシュしたかね、引き続きお気をつけて。湖西市まで行くと見た。湖西までだと今日のスタートから約50キロやから、その可能性あるけど、夜に橋渡るの危なそうで気になっとる。そんな不安定な橋なんか？ Y の近所も一級河川の長い橋があるやけど、風の強い日はちょっと危なかもんね。心配性ですまん。大丈夫やろ。ほんとすごいな。一致には遠く及ばんけど、今から日課の夜間ウォーキング頑張ってくるで。東海地方、今週末は雲が多めで来週火水が雨を境に季節が進むだろうと。週末まで名古屋の最高気温25から27度、寺尾2期の予報。2日続けて夜間歩行とかタフやな。結構適当に見えて、結構歩く距離決めてんのかね。こんだけ歩いた後にサウナ風呂かましたら、普通はビールごくーって行きたくなるやろうに。一致は酒はそうでもないんか？道中やからな、うかつに飲んだらいろんな意味で事故る。スタート直後に野菜と果物勧めたものだけど、ビタミンはバイタル、生命の、由来の言葉だから適度に摂取してや。再開。上すぎてボケてて全くわからんくて草。夜間歩行頑張ってください。家にいながら元気もらってます。お風呂屋さんで2人に差し入れいただいたで、サンキューガッツ。差し入れ完了。会うのはスマ水族館の時に次いで2回目でした。一致真っ黒でした。頑張れ、一致。お疲れ様。おつです。お疲れちな何差し入れしたん？ドリンクゼリー、カロリーメイト、栄養ドリンク、お菓子、ソイジョイ、そんな感じや。たくさん買うと重くなるし、なかなか迷うで。グッジョブ。一致はジョナサン・ジョースターやったか？今回20日、差し入れ足写真。ご飯屋さんの店員がツイッターに載せてたわ。3月見てきた2枚目か。なんでいつも靴なんなん？多分昔からの旅すれの習わし。はいちゃんとした道路、昨日みたいなことはなさそうだ。文明の明かりがあるところは、見てる方も安心やな。あんまり続けて差し入れしても荷物なるやろし、ちょっと考えるわ。歩く時間も極力止めたくないしな。差し入れで砂袋渡したれ。たまにはビタミンとかも取るとええで。名古屋から先はどういうルートだろうか？ 1、前も通った岐阜関ヶ原ルート。2、四日市亀山鈴鹿ルート。3、四日市亀山伊賀木津川天理ルート。どれ通るんだろ？ 3 が圧倒的に距離は短いんだが。関ヶ原だろ、寄り道が関ヶ原の方向。だが大社寄るから、関ヶ原ルートって言うてたで。サンクス、なるほど、彦根の外れの多賀神社寄るのか。
風呂屋で差し入れして今浴び終わったわ。軽食とカイロだで、額面は500円くらいやけど、少しでも一致の役に立つと嬉しいで、名古屋でまた何か渡せるかもしれん。そうか、差し入れだけで帰らず、自身も利用したんか、草。今どこや？してぐりだって。名古屋。結構歩いてるんだな。適当な合図打つな。浜松。もしかして浜松で休むのやめて、先進むことにしたんか？さっきまで浜松で風呂入ってたから、休みはしたようやな。泊まる意味での休むとは言ってないようやな。今日も野宿かな？地理に疎いのでさっぱりわからんわ。今愛知か？愛知なら差し入れできるで、予定入らんかったら。浜松に敷くと思われ。豊橋駅近く済みやから、行けないとこではないな。まあ明日でいいやろ。立て続けに差し入れもらっても重くなる。足もんでやればいいのにね。この人、前の時は豊橋の極楽湯で閉店まで休憩して、夜中2時から歩いて名古屋まで行っとったでな。今回もそれするために頑張っとるんか？今から豊橋向かったら、閉店時間近くにならんか？最初の江ノ島のやつ見返してたら、こんなやりとりしてて草。すごい、今や浜松越えて、さらに遥か遠くの福岡目指してる。過去の本人が知ったらびっくりするやろうね。足元気をつけてな。前坂ぐらいまで行ったかな？山道などは夜ライトいるやろ？その予備の電池なんかは差し入れにもらっとくとええんじゃ。新井駅手前のファミリーロッジ旅籠屋浜名湖店、おすすめする。新井浜か、一致すごい。夜道には気をつけるんやで。寂しい街並みだね。街灯がある、住宅がある、というだけで結構安心やね。もしかしてもう弁天島？一致、本当にすごいわ。毎回歩いてる時は一致の状況を確認して楽しみができる。本当にありがとう。そして今日もお疲れ様。今日は何時まで歩く予定？昨日よりは早いと思うで。この鈴木率の多さよ。この地元感ええな。ちょくちょくある感じなんやね。この先は平地と町が続くからよかった。塩見坂、新井から二川に抜けるあたりが、ちょっとした登り道だな。差し入れいただいたで、3月。ナイススネーク。ナイススネーク、一致もおつやで。差し入れに気をつかれ。この人関東から九州まで歩いてるってこと？昔の人間でもそんな移動はかなりの体力使いそうやな。だいぶ街灯が減ってきたな。今どこや？浜名湖を泳いでる。浜名湖？こないだ静岡市だったのに？昨日大井川やったやろ？今日はどこまで歩くのやろうか。関所は越えたか？ストビュ見てたけど、弁天橋から見える鳥居ええな。天気大丈夫なんかな。歩くことって瞑想に似てるよな。今日の夜は、とっても平和、静かな夜。荒井関所跡か？愛知を斜めに歩くから、思ったより長く感じるかもな。ケーキ食いてえな。あれ、今日一致ラーメン食べてなくね？何か異常事態が起こっているのではないかとヒヤヒヤする。なんでラーメンマストやねん。マストやろ、一致やぞ。一致イコールラーメン。カシー住んでるから近くまで来たら呼んで。愛知行ったら台湾ラーメン、スガキ屋、味噌煮込みうどん、岐阜タンメン、麺だらけだもんな。岐阜タンメンは初心者やと難易度高めやで、テーブルにある調味料や副菜の配合を自分好みにアレンジせなならんで。ベトコンラーメンを忘れては困る。元祖は新境だったか、ベストコンディションラーメン。あの辺でベトコンラーメンってのも見た気がするけど、うまいんか？うまいよ、ベストコンディションラーメン。今度見かけたら食べてみるわ。ニンニクがっつりなんやろ？ちょっと待て、ベトコンラーメンってベストコンディションの略なのか？そうや。千葉でいうアリランラーメン。なんかわからんがベストなコンディションや。それこそ、一致に食べてほしいかもしれんな。ベストコンディションラーメン。てっきりベトナム由来のラーメンかと思ったわ。もともと一宮市の小さなお店、新京が発祥のベトコンラーメン屋が、のれん分けしはって、今は分けの方が、元祖、と店名につけてややこしなっとる。本家や元祖闘争はどこにでもあるんやな。意外と闘争しとらんくて、一宮新京おやっさんもご高齢やし平和はよ。この前通ったんやが、コロナ禍なんか、やっとる様子なかったわ。そっか、残念やな。早くそういう店は復活してほしいわね。名古屋民多いんやな。レスバさせる魔法の言葉、結局どれが一番美味しいんや？ちょっとした山丘越えたら愛知県入りだわな。言うても豊橋が限界やろ。今日もエグいくらい進んでる。愛知はもう近くなの？少し休憩。どこらへん？道の駅？なんか趣のある建物が見えるね。お寺か。今来た。少し休んで、今日のラストスパートやな。もうすぐ浜名湖。すごい。早すぎ。もう浜名湖か。弁天橋の手前くらい？
弁天橋は赤いし南に水辺の鳥居が見えるから明るいうちの方がええけど、一致サクサク渡りそうやな。弁天島入った？もうちょいで弁天大橋やね。おう。なんか綺麗やな。月曜から水曜に中部から近畿にかけて雨が降る予報だから心配だ。一致、ほんま車に気をつけてな。橋渡るのはいいけど弁天島でストップ？そこに泊まる場所あるんか？まだ歩いてる。掛川から浜名湖は行かれてんな。今日はどこまで行くんやろう？差し入れしてるオンジェイミンは何をやってるんや？朗報、なんかええ感じのとこ、見つかる。野宿か？せやな。パワフルやね、気をつけるんやで。おう、ガソはよう。明日の朝アップするわ。了解。道の駅塩見坂まで行ったれ。よかったうなぎに呼ばいされないようにするんやで。晩ご飯は、うなぎ。栄養補給はしたからセーフ。ならいいが、正直自分の家の近くでテント張ってるの見たら、ちょっとビビるわ。どやろ、テント張らないんちゃうかな？寝袋だけで終わりかも。テントなしはストイックすぎー。トイレさえあればなんとかなりそうやね。普通テント張るときって手元が見える明るいうちにやるしな。この人は普通じゃない。先は長いからな、ゆっくり休んでくれ。おやすみ一致。明け方橋渡ると気持ちいいかもな。お疲れ一致。お疲れさん、ゆっくりするんだよ。お疲れ一致。お疲れ様でした。みんな3月、とりあえず今日はここまでやね。明日の愛知入りに備えるわ。お疲れ。頑張ってね、お疲れー。おつやで。お疲れ。いらっしゃい愛知、おやすみ一致。お疲れ様です。お疲れ様一致。おやすみまた明日。明日は岡崎あたりかな？毎日は見れてないけど数日おきに見てます。雨風天候不良、いろいろあると思うけど頑張って、休める時に休んで、体には気をつけてください。お疲れ様やでー。今日の補歴？本当にお疲れ様、ゆっくり休んでください。お疲れ様。50キロ以上ばっかやな。今日はもう休むやで、雨が降らんことを祈りつつ、ほな。おやすみなさい。おやすみ一致。お疲れー。おやすみ一致。300キロ超えやね。すっごい。すっごい。まとめ3月。お疲れ様、浜名湖止まりは20日な。一致お疲れ様、ゆっくり休んでね。一致おやすみなさい。一致お疲れ様、ゆっくり休んで。一致お休み。ちゃんと休むんやで。江戸時代の東海道旅は53次制覇するのに13泊14日が平均だったらしいけど、このペース維持したら、それより3日ぐらい早くなるのくさ。あの頃は道が悪かったし、夕方から暗くて見えなかったんや。それにあの頃って橋も少ないだろうし、かなり遠回りしたはずだよな。まさかまた弁天寺まで野宿してんのか？一致、だが大社に行って時間が許すようなら、名物の糸切り餅を食べてや。糸切り餅は本家だの元祖だの歌っているところがあるけど、おすすめは菱や。ここだけが手作りなんよ。車で1時間半ぐらいの距離やから、凄さ感じんけど、実際歩くと15キロぐらいで精神的にも体力的にもアウトになるから、一致は異常なんやろな。飛脚ってええな。佐川男子ブームもあったわね。日沈んでからも歩き続けてたんか、すげえな。野宿憧れるわ、ワイもやりたい。一致頑張れー。一致大丈夫？すごい揺れたけど関東。一致平気？一致のとこは震度2回地か。一致は遠いけど、一致の家が心配や。確かに。東京、5強だと。帰宅したらなんか倒れてるかもしれんな。一致はほぼ海辺だが、津波の心配なし。一致が心配や。ワイのことは構わず、前へ進め一致。一致地震大丈夫オン？静岡は3くらいなようだから大丈夫かな？一致地震に巻き込まれてて草。東海地震に備え続けてる静岡にいるんだから、まあ大丈夫だろう。大丈夫だよ、あんま騒がなくても。一致が起きないってことは、静岡はあまり揺れなかったんだろうね。残業で差し入れ行けなかったけど、無事でよかった。千奈浜松あたりは震度1だから大丈夫そうだな。浜松だが、揺れ感じなかったぞ。東北でも地震あったし、でかいの来るんかな？もう地震とかの話はええよ。一致はすごいなぁ。一致みたいにやりたいことに全力を出す姿をリスペクトして僕も見習います。関西は12日くらいかな。明日も頑張れー。愛知で待っとる。そういえば、神戸の水族館の時高屋に、一致は名古屋で女スネークに夕飯ごちられてたよね。あの子とまた名古屋で再会して、良い縁に温まるといいな、なんておじさん野暮なこと考えてしまうよ。おやすみ一致。おはよう。一致おはよう。今日はいつもより早いわね。おはよう一致。今日もご安全に。よく眠れた？ぼちぼちやな。
すげえ歩くじゃん、裏山。贅沢な時間の使い方しやがる。一致おは熟睡できた？野宿の時はやっぱ早いわね。今日も気をつけてな。みんな3月。おー、ポツンとしてていい感じ。なんか可愛いな。弁天島かな。とりあえずしっかり食って、あとはただただ安全に。おはよう一致、今日もご安全に。明日名古屋入りを考えると、今日はここまで行きたいわね。おはよう、今日も安全にね。今日で1週間、7日目。静岡海、あと2日3日で愛知県。今日の目標が岡崎あたりらしい。おはよう、一致は差し入れでどんなものが助かる？お茶かな？小さいのとかだと持ち運べるからありがたいわね。了解、マスク、ウェットティッシュ、ポケットティッシュ、靴下、タオルは用意してあるで。必要か？そのあたりは静岡で調達したから大丈夫やで、3月。了解したで、食料系にしとくよ。9月。 1日58キロは今回最長かな。どうぞ無理せずお気をつけてな。おは一致、今日も早いな。5歳へ。今日もご安全にやで。一致おはよう、今日も旅の安全を祈る。写真に早朝感出てていいわね、秋空や。徒歩に来、神社に興味あるやな。これまでの旅で印象に残ってる神社ある？早朝の伊勢の空気感好きだったわ。これ道なんか？てかよく長い休暇取れたな。自営業なん？潰れた。一致のつべや、ここで言ってたで。おはよう一致、今日もご安全に。一致おはようございます。朝ごはん食べた？エネルギー補給完了やで。こんだけ歩き通しで朝、体が動くのがすごい。おはようございます。早朝の徒歩は気持ちよくていいね。おはよう、もう動き出してたか。今日も一日気をつけて。一致家は大丈夫？割と心配。おいら千葉北西部だけど、被害なし。物落ちてないことを祈るだけやな。3.11 の地震で40キロ歩いて帰った思い出、次の日足がクガクだった。一致はそれ以上の距離歩くんだから超人だよ。確かにそうやけど、非常時に歩かなきゃならんのと、こうして好きで歩くのとではベクトルがちゃうしな。ケゴ断層もやばいで。おはよう一致、今日もご安全にやで。一致おはよう、今日も頑張ってな。一致おはよう、今日もご安全に。みんな3月。一致が撮った写真に地震雲が出てたことに気づいてた？君たちも参考までに覚えとくといい。今日も地震に注意ってことか？何にせよ、慌てない行動が必要やな。こういうの見ると、ライフラインは大切なんやな。公的にライフラインを運営すればいいのに。日曜日までは天気良さそう。天気やね。めっちゃいい。天気が良くてこんなに安心することはないと思ったわ。今日も応援してるやで。秋の空やな。面白い信号機。おはよう、一致、足の豆の具合はどう？股関節も来てる？ぼちぼちやな。おは、昨日の地震大丈夫だったか？何も落ちてないことを祈るわ。一致の家のものが地震で落ちてませんように。日曜に名古屋で急速の流れやな。一致、豊橋では路面電車の写真、撮れたらでいいので。撮れたら撮るわ。お願いします。米田のモーニング。愛知県か。もう愛知入ったのか。いよいよ愛知来るんやな、ドキドキ。そういえばスマホ変えたか？画像前より綺麗な気がした。せやな。空綺麗だな、めっちゃ。あと何日で目的地に着きそう？一路平安。一致おはよう。徒歩に今日も朝早いな。今日も一日ご安全に。緑が元気で秋の空でいいとこやね。もうすぐ愛知かな？なんだかんだ静岡だけで4日かかっとる。静岡横に長えね。静岡県の長さは約150キロ。これは映画、超高速参勤交代の距離と同じくらい。一致は映画より早いペース。一致、徒歩旅の1週間って早いのか？それとも長く感じる？過ぎてみると早い気がする。前と変わってないなら千葉住みだったと思うけど、一部を除いて地震の被害はなさそうだね。北西部10階程度の建物で物が落ちたりもなかった。足痛いにならんの？駅伝選手とかやろか。一致はもちろんめちゃくちゃすごいけど、上には上がおるもんや。一致は記録とか挑戦とかっていうより、旅情とか土地、季節の状況を大事にしてそうで好き。あと水族館というゴール。無欲と全国の間の制覇なんやろ。一致も順調に歩いているし、ワイもぼちぼち仕事するわ。昼頃に豊橋やろか。愛知入ったら県境に何かあるんかね。前回は岡崎で休息を入れとったな。おはよう、今日は愛知県に入るんか、ワイの地元。味噌煮込みうどんか味噌カツかな。ラーメンだろ。黙々と歩く一致、好き。ほんま空綺麗やね。
気持ちよさそう。地震雲が出てないかが気になるけど、一致の自宅って地震の影響ないところなのか？様子見に切り上げて帰るんじゃないかと正直思ってた。街路樹、これ松なんかな？松じゃなくなったんかな？並木剪定しすぎ。草ゼロで草。夏が終わると剪定の季節やからね。一致の写真は観光地とかの特別なものじゃなく自然さが好き。静岡住民は一致にうなぎ食べさせてあげたんか？おはよう、晴れてるんやね。スマホの充電と寝泊まりと金関係どうしてんの？前すれ見てとかは勘弁。充電はモバイルバッテリーと宿泊地で。モバイルバッテリー&ほぼ野宿。今回まだ野宿はそんなにしてないんじゃって気もするけど。野宿はやはり体力値減らすやろうし。昨日おととい野宿やなかった？道の駅の休憩所は野宿カウントなんか？野宿の方が多い。そうなん。だとすれば今回相当切り詰めてるってんじゃ。道中がまだ長いからそうしてるんかな。あと10日以上はかかりそうだしね。29日がリミットらしい。スネークさんたちが車で行って、そこで休ませてやるとええかも。とか、宿泊費おごるとなんか言われそうやし。基本的に一致の努力やからね、差し入れもちょこっと支援物資程度が良さげ。新しいテントの差し入れだとかは、どうなんやろ、NHK で山歩きしてた人ってスキーのストック持ってたけど、杖みたいなのあった方がええんやろか？目立つのもダメか。ラストスパートで使うんやろ。やっぱりあった方がええか。杖は持ってるみたいやで。ストックらしきものは持っとる。山道でなんか出た時のためにもな。靴以外丸ごと新しくするのもかかも。今回予備の靴準備してるのかな？なんか靴だけは常に同じタイプのものだけを験担ぎに履いてるイメージやけど。前回靴が壊れた。一致、名古屋から福岡までの新幹線のチケット差し入れよか？朝に一致に聞いたが、小さめお茶は助かるみたい。他の物資は静岡であらかた調達したって。あったの？ここで聞いた。一致、靴の予備は準備してる？みんな、一致がせっかく事前に動画で持ち物説明しとるんやから、見ようや。名古屋スネーク差し入れ多そうやな。ワイは愛知の北の方でほぼ岐阜やから、一致の歩きそうなとこから逃走や。ママチャリしかないしスネーク断念。関ヶ原ルートっぽいから、岐阜一瞬通ると思うぞ。チャリあるなら行けや。おそらく魔界大橋で、養老の横通過で、関ヶ原か濃尾大橋やろ？ちょっとチャリやと距離的に舞字が爆発しそうなんやわ。せっかく差し入れ行かない言い訳考えたんやから、許したれよ。無理してまで行くこともあるまい。後陣時は、尿パッド重ねて貼るとええで。どうしてもこのイメージ。身につけるものは自分に合ったやつがいいんでね。Y 岐阜 J 民、土日のどっちかにスネーク予定。野宿が2日も続くとスマホのバッテリーとか心配やし、これにフル充電で差し入れとか喜んでもらえる？せやね。1000円なら一致かてあんまり気使わないで済むやろし。一致に聞いてみないとな。でも飽きたおるねん。一致のカバン、福岡に着く頃バッテリーだらけになりそう。出発から7日、愛知県、突入。やったな。おめでとう、モバイルバッテリーは必要？大丈夫やで。了解やで。長い静岡突破やね。おめでとう。早いぞおめでとう一致、サイレントヒル脱出。ついに静岡を越えて愛知、おめでとう。岩手縦断よりは余裕やったやろな。静岡長かったな、おめでとうやで。名古屋は J 民が集まって支援物資絞った方が良さそう。5人とか一気に差し入れしたら重くなるで。昼くらいにソースカツ丼大事は来そう。うまいもん食ってくれ、愛知にうまいものないけどな。なんでや、ひつまぶしも味噌カツもうまいやろ。俺は味噌カツ好きやけどな。愛知といえば味噌料理、一致といえばラーメン。味噌ラーメン。笠松、木曽川橋付近なら余裕でいけるやけど、差し入れってバナナみたいな食べ物でいいの？さすがに一房もらったら困るやろけどありやろ。生物より携帯食がいいと思う。了解、一致の動向を静かに見守っていけそうなら。一致の荷物がかさばらんかどうかも考慮した方が良さげ、重い荷物持って歩くんかわいそうやし。一致はお茶がいいって言ってなかったか？ 2 リットルのペットボトルやと思いし。お茶がいいだって、ミニペットボトルとか軽いのがええかも、一致歩いてるし。現物やと荷物になるし、現金が一番喜ぶやろ。陸上部の人とかって焼きそばパン食べてたイメージやな。お供に犬がいてほしい。犬が死にそう。犬はタフだよ、犬種にもよるが。突然の犬。北極を踏破する犬もおるんや、平気平気。犬って長距離行けるんか？週型以上なら余裕やろ。縄張り見回らないかん生き物やし、本来。愛知の J 民、チワワ差し入れて。犬の運処理で時間食いそう。犬もらっても帰り困るやろ。
なぜ犬を差し入れる流れに？旅の友として、どうせなら荷物持ち用にロバだとかの方が、なんて。犬を連れた一致。鬼滅みたいやな。突きのー。とはいえロバは一致の速度に合わせられんか。そういえば帰りはどうするんやろ？飛行機？帰りは交通機関やからな。新幹線やと8時間くらい？料金考えたら飛行機だろ、LCC。1万円切るのよね。そういや一致ってアレルギーとか何かある？苦手なものもあるやろね。犬。LCC の翌日便って料金どうなの？混み具合による、残席数に応じて変わる。かなり前から予約しとけば安いんやったか？安いってことしかわからんの。どこにでも呼びつければ飛んでくる奴隷がいたら便利やろうね。帰りは夜行バス言うてるで、博多号やろな。尻肉取れる夢が見られるで。リッチな夜行バスないの？最近の夜行バスはちょっと快適らしいけど、同乗者がいびき歯ぎしり臭いとかじゃなければな。おしっこしたくなったらどうしてるんやろ。なんとなく既視感ある光景。眼科行った時に見る風景。いきなり田舎になったな。左側の手、ハウスか？せやね。愛知ってこの手のハウスで何作っとるんや？イチジクじゃね？イチジクは気がないと。地方、東北住民は愛知の農業がわからない。山形？ワイも知らんが、ハウスだから適当にそう思っただけや。ワイも知らんが、愛知といえばイチジクと思っただけや。野菜やないんか。ここで決めとこ、差し入れで森口漬け NG。そりゃ樽の漬物は NG やろ。重いしな。漬物か。塩分も必要やし、おかずにええかも。誰か前に小さい羊羹がおすすめって。小分けにしていろんな人がいろんなメーカーを一つずつとかね。ビーフジャーキー。一致好き嫌いあるんかな？ウイロー一本はちょっと重いか。ウイローは山口やろ。食べきれないうちに次の人がまたウイローとかになると難儀かも。豊橋といえばブラックサンダー。栄養があって軽いものって、ジャーキーかカロリーメイツしか思い当たらん。あと溶けが心配やけど、チョコレートだとかも。赤福ぜんざいやってるやん。センス。前は名古屋でネキが焼肉おごってたやろ？誰か焼肉おごれる奴はおらんのか。へえ、合成やな。酒とかもケーキ漬けにはええやろうけど、一致はやらんやろうし。酒飲んだら足がむくむ。余計なお世話やろうけど、食い物以外なら漢方薬もええかもね。万一の時の場合は。宇宙食あるか。携帯食としては最適やね。博物館以外に売ってるのか？マイハウスにはとっくに賞味期限切れた NASA のやつあるけど。干した椎茸。これも不要かもしれんが、爪切りだとか耳かきだとかはあるんかいな？リュックの中に入ってるはずやで。聞いたことないのがいっぱい。お土産やん。一箱買って一致の目の前で小分けにするん。欲しいだけ取ってもらって、残りと箱は邪魔やから持って帰る。最近半生の干したマンゴーみたいなん、あれどうやろ、好き嫌いあるかね？カエルまんじゅう好きやねん。名古屋で今回の工程の何分の1くらいなん？ 3分の1やな。3割くらい？東京から博多が1174.9キロ、東京から名古屋が366キロ。この歩道の脇の加速装置みたいなん何？自転車専用レーン。自転車レーンやで。美濃の干し柿と串団子か送ったらまんま昔の旅人感出そう。ああ、干し柿いいね。干し柿は栄養豊富らしいしな。豊橋市って昭和42年から平成16年まで農産物の産出額1位だったんやって、知らんかったわ。ほえー、意外に農業すごいんだな。ピオリン好き。ピオリン？ピオリンを飼い犬の前で食べるとびっくりするらしい。ひよりん。初耳。ひよこの？ひよこ型のケーキや名古屋のお菓子。へえ。ひよこまんじゅうみたいなやつ？これ。3月。ケーキ屋さんで売ってそうで日持ちしなそう、東京バナナみたいな味がするのかな。日持ちせんし、持ち運びには向いてない。ひよこの現代版アレンジパクリ菓子やんけ。名古屋すぎるまではもう平野なんやっけ？関ヶ原付近まではだいぶ平野。次の峠道まで一息つけるか。少し休憩。お疲れ様。おつです。水分補給忘れないで。たまにご当地で採れた水みたいのもあるし、そういうのも面白そう。本州はあるんか？六甲の美味しいお水とか聞いたことある。六甲があるか。南アルプスの天然水。大阪が水道水ボトルに詰めて売ってたはず。めっちゃ飲んでみたいわね。三島で富士山の湧き水飲んだことあるけど、普通やったわ。手軽なとこだと谷川連峰の水はアホほど売ってる。Y のところは鈴鹿山脈の伏流水が湧き出してるんを。ほとんど熊本の水らしいやん。南アルプスと富士のバナジウムも？
そういえば愛知県も最近エキノコックス見つかったって言ってたわね。湧き水、生水で飲まないようにね。山道も自動販売機はあるやろし、水分補給はまあ大丈夫やろかね。ポカリカイオンウォーターやな。なんやかんや言うても、朝一が小さいペットボトルのお茶がって言うとったけどな。でも、この徒歩企画ってそうそう真似でけんわね。とりあえず江ノ島から始めるんやで。ちょっと目を離したら静岡脱出してた。一致すげー。再開。お昼頃には豊橋市街地かな。浜松にあった街路樹の松はもうないね。今日は東京もちょっと暑い。名古屋もいい天気やし暑いんちゃうの？水分補給を忘れなく。なんか沖縄っぽいな。愛知も天気いいし、暑いやで。チャリ乗りとしては、自転車レーンがちゃんとしてるのええな。豊橋市が試験的に導入したら、よその自治体でも採用し始めてる模様。うちの四日市でも一部採用してるけど。車にも歩行者にも疎まれる存在だから、ほんまにありがたい。車社会だと、自転車プチっちゃうのを防止にもええね。ママチャリしかないわい。謎の悲しさを覚えた。ちょっと目離したらえらい進んでる。アベレージで時速5キロくらいやろか。一致当然土産なんぞ買う暇もないんやろうね。買っても目的地以外だと荷物増えて邪魔やろしな。せやね、他の徒歩すれはそれなりに楽しんでるけど。時間作れても荷物になるやろしな。スパチャって私の時代か。わあ、綺麗な垣根やね。何の花なんやろうねこれ。お、朝顔か？あ、それやなそれ。朝顔言うと薄い色のものしか知らなかったからな。放置されたゴミ屋敷の外側がよくこうなってるわ。琉球朝顔ちゃう？これ。ほんまや、オーシャンブルーや。へえ。洒落た色やね。そろそろ今日の一致のランチがラーメンやないかとざわつく時間やな。台湾ラーメンアメリカ味。アメリカンね。たまには誰かコーヒーでもおごってあげれ。一致、ラーメンとかおにぎりだとかは見るけど、あんまファーストフードだとかパン類は食わないんやな。サンドイッチだとかじゃあんまり力つかない気もするしね。愛知といえばスガキ屋かね。一致ってスガキ屋食ったことあるんかな？前の旅でスガキ屋食べてた気がする。そかワイは貧乏ネキ屋で焼肉はおごられへんけど、スガキ屋くらいならいけると思ってたんやが、ちょうどここにミニソフト無料券もあるし。ネキか。せやで、地持ちやけどな。アイスあげるん？スガキ屋生麺買ったらついてたミニソフト無料券、大切に取っといたやつ。貧乏にはありがたいやで。それをあげるなんて優しいな。肉食わせてやってや。変におごったりして時間をロスさせたくないという、だから通りすがりに差し入れが一番無難かな、と。確かに時間のかかる飯はちょっとな。住宅展示場みたいな綺麗な道路と風景やねここは住宅地。やべ、コープ来る時間や。コープ来るってなんや。愛知で運転荒いって聞くけど、歩く分には問題ないか。やべえぞ。さすがに歩道は安全やろ。名古屋に安全な場所などない。ワイは5回跳ねられたで。それはお前が悪い。富士見で草。今日の一致の昼ご飯予想。1、愛知はやっぱり味噌カツ。2、いやいや味噌煮込みうどん。3、スガキ屋だろ。4、スタミナ満点ベトコンラーメン。5、その他。暇つぶし。米だと台湾ラーメン入れてあげて。あんかけスパが抜けてる。なんでこのスレこんなに人気なん？ロマンがあるから。そろそろランチでラーメン予想が始まるから。今どこ？豊橋付近。前見た時静岡やから結構進んだんだな。頑張れ。3月。気持ちよさそう。ジョジョ第4部ってこんな雲の背景多かったよね。のどかやね。平和な感じ。いい感じの雲。まだ神戸来てなかったら支援できるで。空。綺麗だわ。今愛知？いい天気やね。まるでドアラみたいな空。弁天から50キロくらいやと、西尾市のちょっと手前くらいかね。関西はあさってぐらいか。残念。わい仕事や。今来た産業。豊橋、昼飯、何食うか。ただいま豊橋横断中。少しずつ街中には入ってきた。豊橋に入ってから豊橋駅までが長かったイメージ。明日名古屋入りってことは、明後日は休養日か。関ヶ原越えする頃に雨予報か、火曜水曜にまとまった雨予報やな。関ヶ原って道悪いの？ちょっと山で、かなり田舎、まあぶっちゃけ不便な場所やな。関ヶ原の落ち武者がうようよ。関ヶ原の戦いは、新暦に直すとちょうど10月に起きたから、一致関ヶ原通るなら、ちょっとシンクロする感じになるね。言うても関ヶ原の戦いなんて半日で終わったからな。関ヶ原の戦いで戦死した武者もみんな成仏した話を聞いたな。厳しい峠道じゃなければいいが。だが大社に何があるんや？それ気になる。一致に御朱印帳集めの趣味あれば、すんごいもの出来上がってそうやな。
水族館御朱印帳ってないのかな？せいぜいスタンプラリーやろ。イルカが表紙の御朱印帳は Y 持ってる。調べたら名古屋水族館にあった。一致、せっかくやし、お昼は、きしめんって選択はないの？未定やな。一致、名古屋までは来るんやろ？名古屋から清須、西へ一気に行って、東海大橋渡って、海津の駒野までドーンと行って、養老山脈のヘリを北上して関ヶ原か。名古屋から清須、一宮、大垣の郊外だけど文明のある斜め縦断か。どっちか気になる。大垣のどこかで風呂入って、そこからもうちょい行く感じちゃうかな。綺麗な雲だ。お、街路樹イチョウやな。愛知の稲沢の祖父江はイチョウ生産盛んやで。11月の末頃は街が黄色くなる。今いるあたり、めっちゃ飯あるな。一致、もうすぐお昼だよ。豊川稲荷は行かないの？せやな。岡崎の天気。今回めちゃくちゃ恵まれてるな。にわか雨はご愛嬌。まあ10月だし、晴れは多いよな。岐阜県の週間天気予報、来週月曜日までは晴れ予報や。一宮まで北上しつつ、県道18号から濃尾大橋渡って、斜めに大垣行くんがわかりやすいやで。Google マップで見てんだけど、何このオブジェ。なんやろこれ。はい、すっごい。ググったら前田橋歩道橋って書いてあった。サンクス。4本の柱は豊橋市民とそれを支える農業、工業、商業を表現しているんやって。レインボータワーって書いてある、通称なんかな。名古屋駅前のぐるぐるオブジェ思い出した。あれ、なくなるんよね。今日は長丁場やから、この後風呂やな。白川郷おすすめ。大垣は声の形の聖地やから、水が綺麗で無料湧き水もあって、大垣でお風呂はええかもな。とりあえず12時過ぎたでー。一応。チンチン来たー。一致ありがとうございます。山佐のちくわラッピングチンチン電車やん。リクエストにしっかり答える一致男前。チンチン電車か。豊橋そういや路面電車走ってるのか。残り少ないよな、路面電車。これ見たかった、3月。電車の山佐地区は、地区は有名なんか？豊橋？有名やで。昔は山佐は CM もようやっとったで。へえ、そうなんだ。豊橋名物っぽいラーメンがあったような、うろ覚え。さっき来たけど、何日くらい前から始めたん？ 2日からスタートで、今日ちょうど1週間ってとこやね。1週間も歩いてるんか。有能、エクセルで作ったんか、すごい。もしかしてあなたは以前の旅で、快活までの距離をグラフにしてたにき？ Y はただの Google マップストーカーや。Y もただの Google ストビューストーカーネキや。サンキューガッツ。部屋から一歩も出ずにストーカーができる、いい時代だな。みんな Google マップ好きやな。なんか勝手に一致と一緒に歩いとる気分になれる魔法のマップやで。Y は一致の写真だけ見てたい。地元以外のマップ見なかったけど、豊橋オブジェとかマップで見るとすごいな。360度カメラの偉大さよ。やっぱ昨日弁天寺まで野宿したんか、ようやるわ。豊橋といえばカレーうどん屋で。丼の底にとろろご飯入っとるやつ？一致はラーメンだろ、ちくわラーメンとかないんかな。豊橋はちくわと練り物。一致、今からお風呂がてら昼ご飯？せやな。草がぞうぞこぞうやな。わいらもここの草を立派な木売りに育てんとな。県外とかコロナ始まって以来行ってないから羨ましい。秋の空やねー。草はさわさや。豊橋から先、岡崎方面に行くのに、豊川、蒲郡経由、どっちが歩きやすいのだろう。もう愛知なん？まだ1週間経ってないやろ？すごいペースやな。お昼ご飯食べたか？スガキや。これからやな。初代ジョジョやん、今どこ？ご飯食べます。来たー。お、なんやろ？ラーメンだろ。ラーメン。ラーメンかな。スガキ屋は4に入れば必ずあると思われ。豊橋屋とカレーうどん有名やな。写真ウプ。きしめん。昼ご飯なんや？旅実況とか初めて見るからワクワクする。ワイモリ屋台初めてでワクワクや。山岡屋かな？スガキ屋ならアイスもおすすめ。ワイはいつもスガキ屋のピリ辛ネギラーメンにミニソフトコーンで、だわよ。自分も今からスガキ屋行こかな？徒歩10分のとこにあるやし。秋田に入ってるスガキ屋へ行ってくるわ。ワイもや、合うかもな。一致と3人でお昼とかどうや？ワイ、四日市屋で。ワイは一宮の外れやで。スガキ屋が近くないワイ、涙目。なんか画像アップできないけど、ラーメン食べとる。おう、ラーメン。ラーメン。ラーメン。画像が撮れないラーメン、店主が怖い系なんか？画像アップできんだけやないか？サーバの調子が悪いんやろ。一致、今日も安定のラーメン。一致、ラーメン1日ぶりやっけ？
たまにはラーメンもええな、ワイも食いたくなってきた。ワイもラーメン食べようかな。今どこやっけ？今北山陽。豊橋市でラーメン食べてる。今3分の1くらいか。あとどんくらいかかるんやこれ。スガキ屋よりマウンテンの方が近いワイはどうすればいいんを？いちごスパが抹茶スパを食べる。とも食いやんけ。混ぜて食べるんやで、登頂できることを祈るわ。どっちも単独登頂したことあるけど、あんなん混ぜたら死ぬで。登頂って？喫茶マウンテンで食事することを登頂言うんやで。喫茶マウンテンのゲテモノメニューを食べきることを登頂という、反対に食べ残したらそうなんや。爆盛り？そりゃマウンテンやし。甘口系は量はそれほどでもないけど、勢いよく食わんと生クリームが溶けて辛くなる。観光客がよく遭難するのはそれやな。他のメニューは食えん量じゃないけど大盛りやね。おう、ありがとう。喫茶マウンテンは愛知の秩父と言われとる。決してメジャーではなく、主に罰ゲームとして。ワイはメロンパスタが好き。なんか、すごいメニュー。愛知でとんでもない量のモーニング出すのはどこやっけ？一宮市やな。とんでもない量というか、パン食べ放題とか、一日中モーニングとかあるやで。車内で挨拶するときは、どんな時間でもおはようございます、って挨拶するようなもんか。喫茶マウンテンの画像見た、グロい。愛知は食べ物特殊そうやもんな。味噌カツときしめんと満腹屋はチャレンジしたいわ。過去部長コーヒーで小倉トースト食べきれんくて泣きそうになったわ、前。喫茶マウンテンとは別に、最近マウンテンいう唐揚げ、カツ、山盛りの店もあるやで。愛知の飲食界隈なんかテンション高いな。マウンテンって普通のメニューもあるんだ、少し安心。雑炊系はまともなメニューや。恐ろしや名古屋。マウンテンとか見えてる地雷踏まなきゃええだけやで。ワイのおすすめは九州ローや、厚切りチャーシュー麺が激うまやで。ワイのラーメンが来たようや。ヤバトンの味噌カツは普通にうまかったけどな。なぜかオンジェイヤと愛知メニューに手羽先出てこない。愛知フェアだと毎回来てるのに。愛知県民の手羽先はスーパーの惣菜にあってもめったに買わん。世界の山ちゃん。手羽先を揚げてから、ケイジャンパウダーを振りかけてレモンを添えると、某ファミレスのスパイシーチキンになる。風呂行きます。今どこらへんや？豊橋。愛知か、3月。ありがとう、ちょうどストビュー迷子になっとった。3月。ストビューに来いらっしゃい。愛知入ったら、トヨタ増えてきそうな予感。もう豊橋駅は通過したんやね。極楽湯豊橋？せやな。なんでラーメンの画像アップできへんかったやろ。ラーメンは山岡屋か。画像アップ禁止の店？多分ここやろな。おお、3月。今日はお風呂早いねー。昼風呂最高だなー。そのまま休憩室で昼寝したい。マップだと豊橋、豊川抜けると田舎な感じが広がってるね。なんでこのスレこんな人多いの？ロマン。差し入れしたいんだけど、1号線沿いで待ってようと思った場合、車道のどっち側で待ってればいいんだろう？進行方向、名古屋方面、の歩道でいいのか、逆方向、浜松方面、でいいのか。1号線、がっつり両側に歩道があるんだよね。どうやろ、タイミング次第で変わるねんな。投稿画像では浜松方面側の歩道やな。経路上の適当なランドマーク、コンビニとか、指定したらええんちゃう？極楽湯の駐車場で待つんじゃダメなんか？多分自分の地域は明日の朝、一致が通ってきそうだから、またその時次第で行けたら行きます。問題は俺が朝起きれるか。6時くらいにはもう歩いてるんだもんな。行けた。うまそうだな、ほんまにうまそう。これは味噌？豚骨醤油？味噌。チャーシューうまそうやな。改めてラーメン来たー。ごまがええ感じ。昼飯後なのに腹減ってきた。昼飯ラーメンにしとけばよかった。極楽湯もあるけど、右に曲がって少し進んだところに、コロナの湯、豊川店、とかいうなかなか刺激的な名前のやつが。コロナの湯は草。湯上がりにコロナビールを飲みたいわね。今日の後半戦に向けて風呂入ってきます。ごゆっくり。ごゆっくりごゆっくり。いってらっしゃい。何点だっけこれ？違うっけ？赤い三井と欄からわからんけど、何点って高揚するんやね。実家の庭木に植えられたから似てたので。これうちの庭にもあるよ。赤目って呼んでたけど、正式名称わからんわ。歩く旅はロマンがあっていいよな。随分進んできたなとか思ってたけど、まだ3分の1行ってないくらいなんか。明日くらいには愛知県の岡崎市かな。旧東海道の五湯の松並木は名所。九州大陸には歩いて渡れるの？海底トンネルで繋がっとる。海底に歩道がある。徒歩れるんかあそこ？行けるで。というか、まだ1000キロくらい先の話か。今日この後すげえ頑張って、岡崎行くか行かないかって感じなんかな？
それか今日は少し控えて明日のゴールが名古屋であればって感じかね。岡崎市には24時間の銭湯はないな。宿泊できる銭湯は名古屋のユートピアだからしか知らん。岡崎か。岡崎にも快活あるで。ここまで一致かなりいいペースやけど、岡崎まで倍くらいあるし、時間的に元塾かもな。野宿できる感じのとこあるかわからんけど。なぜにこのような無謀な挑戦をするのか。水族館行く道中やで、それがたまたま徒歩というだけやで。せやな、新幹線も東京から静岡まで止まってたし、徒歩にしただけやな。あははは。本州から歩いて渡れんのは北海道だけ？四国って徒歩行けたっけ？しまなみ海道なら歩けるはずやで。四国も確かしまなみ海道に自転車、歩行者道があったと思う。JR が許可してくれれば、青函トンネル沿いに歩道自体はある。昔、イベントでそこを通るウォーキング大会みたいなのあった気がする。へえ。おもろいな。結構な距離あるよな。青函トンネルって50キロ近くあったよな。徒歩2機くらいしか踏破できんやろ。それ、避難道やろ。基本的にトンネルは脇にも一つトンネルがある、避難用。基本的には作業用兼避難路やね。ああ、トンネルの横についとる謎通路か。それ。関門自動車トンネルはなかなかスリルあるよ。暗くて狭くてトレーラーバンバン通ってて、トンネルの壁崩れてボロくなってる。一致、北海道出身らしいから、道内はすでに全ての道を歩いたと確信しているとして、四国は一度行ってほしいかもね。お遍路宿とかあるから、雨風だけはしのげる場所多そうだし。北海道熊谷場そう、お遍路の寺の宿舎って今やっとるんかな？コロナ禍で使用禁止のとこも多そうな予感。宿坊というか本堂で仮眠させてもらったことはあるで。今北産業。7日目豊橋、今温泉中、昼飯はラーメン。3月。明日通るであろう1号線沿いに朝日の湯って銭湯があります。でも、多分そこを通るのは朝だろうから、まだ入浴には早い。よな。豊川から岡崎市までちょっと田舎になるよ。今日も徒歩に基順調やな。脱静岡してどこまで行けるやろか。初めて見に来たが、マジで歩いてるん。今はちょっとお風呂入ってるけど、今日は朝の6時頃から歩いてる。2日から始まって、今日で7日目。マジかすげえな。Google マップでパッとルート出したが、1000キロオーバーだし、尊敬する。Y は東京福岡間移動した時は、名古屋回避して、伊勢湾フェリーで三重に横断したわ。名古屋、飛ばしたんか。名古屋より伊勢神宮優先しただけや。Y も名古屋迂回して、鳥羽から厚見に抜けたわ。四日市から名古屋経由だと、空が茶色に濁るけど、紅葉地帯通らんと、ほんと空も海も綺麗なんよね。そんなに空濁ってるか？ 15 年住んでるから見慣れたかもしれんけど。前に鈴鹿から四日市経由の湾岸高速通ったけど、ほんと空が茶色かったわ。Y がもともと田舎人なのもあるけど、これがスモップかってくらい実感できた。そして紅葉力すげーって思った、コナミ感。Y も名古屋は避けるな。名古屋飛ばしは昔からの伝統や。名古屋で今北海道物産展やっとる。行ってこうかな。しかしこの徒歩2期は食に興味が全くないのな。豊橋ならカレーうどんとか食べればいいのに。食事はエネルギー源くらいにしか考えてなさそう。ラーメン食べたくなってきた。神戸も通過するなら、うまい神戸牛でもおごってやりてえな。1日20キロペースくらい？ 50キロペースやね。平均50キロ弱。1日約50キロ。マジか、一致足腰すげえな。フルマラソンよりちょい長いくらいやん。化け物かよ。丈夫な若者だよ。ちゃんと宿泊施設に泊まってるん？主に野宿。強靭すぎるだろ、この一致。中部エリア住民に質問、熊って出るの？たまに出る。生まれて一度も見たことない？出るんだ、一致が通りそうなルートは？大丈夫や。四日市と小物は出没情報はないが、イノシシと猿の出没情報は出てる。あとはカモシカか。熊出ない、どう見ても出ない、山奥でもめったに見ない。ならよかった。強いて言うなら関ヶ原くらいやろな。むしろ広島付近の方が危険かもしれない。熊率って西に行くにつれて低くなる気がする。九州は熊おらんしな。熊本にはでっかいのがおるやろがい。熊門かな？あれは襲ってこないからセーフセーフ。むしろ若い女を襲っておるやろが。オスだわ。抱きつきもやしな。岡山から広島あたりは山道だな。一致のルートでハイリスクは関ヶ原か。徒歩2機すれやってたんか、浅虫まで来てた2機？そうや。徒歩2機の行動力すげえな。密かに応援するで。まだお風呂かえ？今来た、誰か一致の昼飯教えてくれメンス。山岡や。3月、Y は札幌味噌ラーメン食いたくなったわ。ラーメンさんは一致の血肉となった。ラーメン長ない？お風呂じゃない？そうやった。
一致はお風呂で生き返る人だから。今週の運 J トリビア、東京豊橋は7日間で歩いていける。風呂だった。お帰りなさい、整いました？ぼちぼちやな。体重落ちてた？若干。確か前回聞いたらマイナス3キロだったような。出発前から見て、73、70、71の変遷やな。おお、ありがとう。何よりやで、今日はもうちょっと進むん？今日は岡崎目標だけど、手前までの可能性もあるな。ほんで明日の明るいうちに名古屋到着やな。肩とか豆とか大丈夫なん？風呂で見たら小指がえらいことになってたわ。しっかり養生できたらええな。小指腫れてたん？大丈夫なん？まだ先は長いで。3月、まあなんとかなるやろ。無理はせんといて、一致は知ってるとは思うけど、蒲郡にも快活あるでな。今日暑いから気をつけてな。って今更言っても少し遅いが。せやな。岡崎やと今日の距離数60キロ近くなるで、無理せんといてな。座って休憩でけそうな無料のとこて言うと、道の駅、図書館、公園、あとはどこやろ？駅はベンチなかったりするし。今北産業。7日目豊橋温泉出たとこ、岡崎目指してるけど見て一致ラーメン体重マイナス2キロ、小指えらいことになっている。一致身長はなんぼなん？ 183 くらい。いつ頃福岡着く予定？多分月末。リミットは29日やな。全休日入れる？大阪あたりでお好み食べようや。もともと京阪神のどこかで1日水を入れる予定だったんやけど、天気予報的に京都で全休日を入れることになるんちゃうかな。京阪神あたりやったら12日の火曜日夜から13日の水曜日が1日雨っぽいな。少しずつ予報は後ろにずれていっとる。京都は風情があっていい感じやな。ともあれ今日の残りの道もお気をつけてやで。ずっとロムってたけど、ともあれ今日の残りの道もお気をつけてやで。無事京都まで行けるよう頑張るで。月末か、福岡で待ってるから頑張ってな。みんな3月。29日がリミットらしいから、2日から始まって28日間、3で割って9日ちょい、3分の1の工程を10日までにこなせば順調。名古屋は明日の9日に着きそうやでかなり順調やね。江戸時代、福岡藩の参勤交代は33日かかっていた。中1日、大阪で全休。船使ってたんかな。この記述は全部徒歩。船だと日程が乱れやすいから、次第に極力徒歩で行うようになっていったんや。3月。飛脚は昔は橋もかかってたとこ少ないし、大変だったろうな。早便と遅便があって、早便はお高い、一般人は安い遅い便を使ってたそうや。島津藩は全徒歩で47泊48日。再開。頑張って。ご安全に。澄んだいい空やねー。豊川へ。俺も福岡で待ってる。明日自転車で一致の目的地を通り越して、鹿の島でサザエ丼食ってくる予定。道の状況とか確認しとくわ。道の世界やし、助かるで。豊川から岡崎って山道なの？めっちゃ市街地の中通ってる。山道というより山裾やったはず。この辺は畑だらけで夜はかなり暗かった記憶。80メートル上がって80メートル下る感じやな。距離は30キロくらい。3月。どれが本当の情報？多分 JR 沿いを答えてる人と名鉄沿いを答えてる人がおる。ワイのは最短の名鉄沿い。1号線沿いで考えてる。岡崎でも豊橋よりは山が多い。今夜寝るであろう岡崎城まで来れば、もうそこから先は市街地ばかり。いろんな旅をしてる人がいるんやな。大きな鳥居。1号線沿いなら飲食店、コンビニ、なんでもあるし間違いないよ。あ、でも今夜は城までは来ないか。夜なら国一を走る新幹線を見られたんだがな。秋の夕暮れ、少しセンチな気持ちになる。おつです、ご安全に。わい名古屋の民、明日にも徒歩2機が来ることがわかりウキウキ。どこまでが三河になるんやろ？どこからが終わり？刈谷市と豊明市の間に境川って川がある。そこが境目、桶狭間やったところらへん。岡崎済みのトップも訪ねに車で行った時、桶狭間古戦場跡って看板見てテンション上がった覚えあるわ。寄らんかったけど。今来た、現在位置は豊川あたり。2021年に入って、島マリンとか油壺マリンとか潰れてるから、市営の不人気水族館寄ってた方が良いんじゃないか？具体的にはレゴランドの横。油壺の昭和館好きだったわ。一致の写真は人が全く写っとらんから、どこも閑散とした風景に見える。自分も買い出しで外出るか、日が暮れるの早くなりましたね。一致は関東の水族館は大体行ってるんか？そんなことはない。ぼちぼちやな。いつか関東の水族館巡りの旅やってほしいわね。あと30分くらいで日没やな。岡崎まではまだまだ先だね。日暮れだね。夕日だ。
暮れ6時だね。すごい体力やな。何気ない写真がいいよね。道以外を写すの珍しいな。なんか切ない感じの設計やね。お母ちゃんのご飯が恋しくなるような。一致頑張ってるな。名古屋まで国道1号歩く感じ？日が沈んだ、ご飯炊けた。今日はどこまで行くつもりなん？岡崎の手前くらいちゃうかな。雰囲気次第やな。そうか、頑張ってや。名古屋より岡崎の方が近い。道の駅藤川宿、目標かな？岡崎の手前の元宿近辺と予想。野宿場所は非公開や。生サンマ買って帰ってきた。一致頑張れー。おお、高級よ。ほんまにな、数年前の2倍や貧乏人だで辛いわ。スーパーで2匹税込み400円やったわ。おいらの実家じゃ、ガキの頃1匹20円だった。安っ、食い放題やん。下手すると港でダンプから落ちるサンマ拾ってたわ。岡崎城までには夜になるな。まだこうだったか。岡崎城まで行くなら、あと 4.5 時間くらいやね。岡崎まで行くのはちょっときつそうだね。グールル2期ありがとうやで。熱田神宮周辺の写真撮ってくれることを楽しみにしてる。弓道行けば、五湯の松並木があるはず。頑張ってるやん。一致は秋の虫の声を聞きながら歩いているのだろうか？今回のチャレンジ成功したら、次やるとしたら、鹿児島か北海道の水族館になるんやろうか。青函トンネルは徒歩行けるんか？関門海峡は今回も通るから徒歩行けるんやろうけど。青函トンネルは無理やで。泳ぐしかないか。泳ぐ、サップ、カヤック、好きなの選べ。イカだ。19キロ泳ぐ？音 J で単眼署名募って JR 北海道に出したらワンチャン青函トンネル歩かせてもらえる？イベントで歩くことができたような。仮に歩くとしても作業トンネルしかあかんわな。それか、深夜にこっそり。むしろ深夜の方が作業員いそう。無理やで、深夜は補選しながら貨物列車がバンバン走るで。じゃあ、熊の着ぐるみ着て。変装して。線路に勝手に侵入したら怒られる？鉄道営業法違反でお縄になるで。新幹線特例法が適用されるはずだから、もっと厳しいで。小学生のいたずらとはわけが違うで。逮捕。フェリーの上でルームランナー乗ればええ。一致のポリシーとして多分、フェリー乗りたがらないやろしな。大間あたりで漁師に木に船に乗せてもらうしか。せやな、本州と北海道の最短となる距離だけ船でならありなんじゃないかな、適当。水雲の術とかどうやろ。ワニにお願いして向こう岸まで並んでもらえば歩けるな。一致が願えば海も割れるやろ、適当。やはり北海道はダメだね。四国は歩いていけるのかな。しまなみ海道は歩けるはずやで。少し休憩。到着じゃなく休憩なのか。小指は大丈夫なん？傷んでるし、休養が京都なら今日は早めがいいんちゃうの？まあなんとかなるやろ。NHK で百名山踏破の旅っていう番組では本州から北海道はカヤックだった。あの人すごいね。200名山と300名山もやったよな。一致と同じで交通機関使わないしね。勝手にカヤックとか水泳で横断するのって違法にはならんのかね？海はノータッチ、川の方が厳しい。ほーん、一応、やってる人、たまにおるみたいやね。あっちは、プロアドベンチャーレーサーやぞ。仮に北海道なら、空港から水族館まで歩くのがええんやない？泳いで渡れるみたいだが、慣れた人でも10時間かかるって。津軽海峡は、稀によくロシア軍艦艇が通るから危ない。第二青函トンネルができたとしたら、在来線と自動車専用道だろうな。第二青函作っても、維持費で大赤字やからな。でも、自動車道路の計画はある。そもそも北海道はやばいって、ヒグマとか。よろしくニキー。ヒグマはこんなに可愛くない。クマ嵐で検索。今は岡崎くらい。頑張ってな。スト12期、はよ。さすがに暗い上に目立つもの映ってないから難しいわ。探してはみる。確かにきついと思う。無理しないでください。一致は画像から見て R1 ルートでもうすぐ岡崎市入りみたいだね。ワイもたまには体を動かすかな。山手線一周歩くのをやりたい。ワイは西武ポイント式山手線一周で駅そばある駅で毎回そば食ってたら毎回15キロぐらいは歩いてるはずなのに太った。残党。ここかな？すごい、特定した。特定ハンス語。まさにビンゴ。だと、佐藤鉄工所、音羽萩事務所ってとこか？ちょうど、音羽蒲郡インターあたりやね。頑張れー。さすがにもう暗いよな。あと何日かかるの？控えめに見積もって1ヶ月。言うても1週間で3分の1いってるんだから、給料日含めても2週間ちょっとでしょ。
マイペースで進めればやろ。何が起こるかも想定できんのやしな。わざわざ浜松で止まらず、弁天寺まで野宿してたから、そうやとは思ったけど、もしかして豊橋越えて岡崎行こうとしてる？さっき岡崎の手前くらいかな、って言ってたぞ。はっや、マジか。真っ暗やー、気ぃつけて。難問きたー。レスとしては不適当かもしれんが、人間の目ってすごいよな。カメラでこんな写真になる暗がりでも、歩けるくらいには見えるなんてさ。差し入れいただいたで、サンキューガッツ。ナイススネーク。昼間スネークするって言ってた日記かな？ナイススネーク。暗い中すごいな。一致は今日はどこまで進むのかね？スネークしたいんやが、差し入れどんなものがええんやろか。一致どこ今？岡崎の手前か、すげえな。車は走るけど、人の気配はないね。一致が歩いてるところのすぐ近くのガソリンスタンド、出光、多分日本有数の安さやで。富士川の道の駅だとすると2時間ぐらいか。一致、お腹空いてない？ 3 日連続で夜間進行か。すげえ。あと数百メーター行ったうかいや、とにかく車の出入り多いから、引かれんようにな。確かにあのガソスタ混んでたわ。せやろ？あのスタンドは激安なのと交通量のせいで、深夜3時でも待たないと給油できないこともあるくらいの場所なんや。なんかすげえスタンドだな。店長の方針なのか、すげえ薄利多売を字で言ってんな。こっちにそんなスタンドないわ。兵庫中心の会社やからな。店舗詳しくは、うかいやってググってくれメンス。その会社のどこのスタンドもとにかく安いで。昼間はうまく撮れてる写真も、夜には弱いな。スマホの限界なんだろうけど。岡崎へ。おお、結局岡崎入りしたんか。道の駅まであと1時間くらい？暗いな。旧街道？せやな。R1 から外れた？すごい、まだ歩いてたんや。朝からようやるわ。今夜は野宿なん？少し休憩。お疲れ一致、無理せんでな。飯とかはまだ？一致のところまで2、3時間かかりそうだけど、スネークして大丈夫かい？ ?R1 を西から向かってる。多分その時間は寝てるかもしれんわ。まさか、野宿？せやな。岡崎快活かと思ってたわ。テントいきなりめくられたら心臓止まりそうやな。猫が入ってきた時あったよね。真冬の茨城やったっけ？ロマンやな。同じようなことあったけどすげえビビったな。鈴もつけてないから暗くて音しないのに動くものあると死ぬわ。スネークしに行くで、白プリウスからおっさんが降りてきたらわいや。夜のスネークってビクってするよね。文明の灯火だ。野宿なら予売もできるわね。わざわざこのスレから一致狙いに行く奴はそうおらんと思うが、野営なら現在地はなるべくぼかしといた方がええで。せやな。こういうくらい住宅街ってええな。テントはまだ壊れてないん？修理用キットだとかも差し入れられるとええかも。テント言うほど使わんから、もう東京に送る予定や。でも野宿ん時は必要やろ？一度雨をやり過ごしてからの方が良くない？まあなんとかなるやろ。防げないやん。そのまんまベンチででも寝てるとか？一致、南とはいえ、歩き終わる頃は11月に近いんやで。暑いのでいらんってことなんかな？肩が痛いんちゃうかな？かなり。ああそれで肩に豆って言ってたのか、書き間違いかと思ってた。ということなん。段ボールでも代用するんか？けどいつもよくテント張れる場所見つかるわね。すまんな一致、スネークは明日にするで、野宿するなら気をつけなはれ。3月。2期今どの辺？また、寂しい感じの街並み。 1号線に戻ってる？見つけた、ローソンで待ってるで。怖い。野宿でテント必要ないってようわからんばい。まあ寝袋とかあればなんとかなるのかな。まあ今までもあんまりテントは使ってなかったみたいやしな。ただ、広島とか山口とか、月末近くなったら、最低気温は10度前後になる時もあるんで、何らかの防寒具はもう1個あった方がええかもわからんね。俺も意外とそこで、一致、ダメージ食らうんじゃないかと思ってる。もちろん成功してほしいんだけど、無茶しやがってが心情やし。10月の終わりの夜に東広島行ったことあるけど、敵降りた瞬間寒すぎたのと吐く息白かったわ。なんか寒暖差がきついよな。あの辺、朝晩がビビるくらい寒いくせに、平気で10月末でも28度とか行くし。駅ねならテントいらんやろうね。24時間開放されてる道の駅ならなおさらや。でも非常時の選択肢は多いほどええと思うけどな。そういうことか。広島そんなに寒いか？今日の岐阜愛知は30度はあったぞ。昼間の気温やないねん。早朝の気温が15度とかにもうすぐなるから風邪ひくねん。知らんかった。大変やね。けど駅で寝てる人間ってどう思われてるやろうね。ホームレス扱いされんと映画。差し入れもらったで、サンキューガッツ。ナイススネーク。
気をつけてあと就寝中の凸はやめたってな。ポケットに大金が入れられてたりして。昼間風呂入ってる時かき越してた日記かな？ワイは日曜日に凸する、めっちゃ近所を歩くみたいやし。そうなの？岐阜やしな。1600年10月9日、徳川家康、岡崎に到着、一致、関ヶ原の家康ルートとかなりシンクロしとるわ。絵面がホラゲー。一致大阪に来る？名古屋ではどっか寄らんのかな？熱田神宮とか。そういえば、今はマリンワールドの大水槽前で宿泊できないんかな？何も見えねえ。気ぃつけてな。今日も暗い道はね、街灯があってよかった。金谷は本当に真っ暗だった。かろうじて文明の明かりが見えるな。一致、ライトつけて歩いてるの？せやな。今どこ？岡崎の手前らへん。3月。連日まだ暑そうやね。でも夜は冷え込むよな。この寒暖差は外だと余計じゃないかな。でも一致のタフさを考慮すれば平気。なんかな？疲労もあるし普通に風邪ひくよ。山の中だと下手したら一桁まで下がることもあるかもしれない。一致、まだ今日は歩くん？朗報、なんかええ感じのとこ、見つかる。ええ感じのとこ。見つかってよかった。よかった。一致お疲れ様やで。よかった、気ぃつけて、詳細は言わなくていいからゆっくりね。お疲れ一致。お疲れ一致。一致、晩ご飯食べたないでしょう。今日はもうこのまま寝ると思うわ。そっか、ゆっくり休んでください。おやすみ。風邪ひかんごとな。じゃ結局野宿なん？星5つのホテルや。何はともあれ体休めてくれ、お疲れ様。今日も野宿か、お疲れ様。野宿が続いてるわね。体バキバキになりそう。近くに近藤勇の首塚とかあって怖いわ。ひぃ。成仏してるからセーフ。近藤さんは未練残して死んでないよ。一致お通夜で。おやすみ。おやすみ一致。お疲れ、明日も早いんかね明日は名古屋ナイトを楽しむやで。お通夜で。すげえ体力やわ。一致は昔、シャトルラン何回できたん？覚えとらんな。今夜は記録出さないんかな？今どこ？今日の保歴？やはり歩いてるな。すごすぎて草。お疲れ一致。毎日地図上で目に見えて動いてるってすごいな。明日あたり3分の1超えそうやね。こんだけ歩いてそれって、やっぱとんでもねえ計画だ。飛脚じゃないよ、アマチュアのアジャリだよ。豆、超回復できればええんやが。一致の豆が超回復することを願う。明日は名古屋エリアな。まだホテル取ってないけど、早くインして選択したいから、明日は早めの出発予定やね。早起きして応援します。ええ感じって、やはりホテルなの？なんかええ感じのとこ。曖昧やね。曖昧さが一致を守るんよ。曖昧でいい。曖昧でいいよ。詳細は主が言いたければ明日起きてからでいいんじゃないか？怖いじゃん。ほんまそれですら変なのいるし。ナイス曖昧、お疲れ様一致。おつやで。一致、お疲れ様やでー。お疲れ様、いい夢見てな。しかしまだ名古屋まで約50キロあるから、早起きして早く作っても大変やな。なんか一致のスレ見てると距離感がバグってくる。50キロならまあいつもか、とか思ってしまうわ。車とかチャリなら50キロか、すぐやな、って思うけど、徒歩はちょっと。しっかり休めることを祈るわな。いつも一致のスレ見てる時だけ、つい大股早足になってしまうわ。俺には到底真似できん運動量や。今回はあんまり快活休みって情けやね。疲労回復の日はぐっと休むってさせてんのかなと思う。まあ、疲労回復の日でも35キロ歩いてるけどさ。血のおしっことか出てそうやな。約12時間歩いて50キロやもんな。一致夜明け前に出発かもやね。厳しい行軍になるな。今北産業。7日目53キロ歩いてええ感じのとこ到着。明日は名古屋入りらしい。昼飯はラーメン。サンキューやで。どうせ道の駅藤川宿だろうな。50キロは本当に噛み締めなあかん距離よ。毎日横浜駅から城ヶ島まで歩いてると思ったら気が狂うわ。俺野宿経験者やけど、野宿で体休めるのって向き不向きあるわ。どうしても周囲の物音とかが気になるし、床は硬いしで寝つけん。エアーマット敷くだとかすれば。アイテム次第で楽にはなるやろうな。恐怖心とか警戒心は変わらんけど。耳栓するって方法もあるやろうけど、防犯の上では進められんわな。そういうの考えると、日本って防犯上ではかなり安心だよな。でもやっぱり野宿してみると怖いで。人間も動物系も。あと真夏だとカエルとか虫がうるさすぎる。ああそうか、蚊取り線香とか持ってってるのかね。釣っても3時間ぐらいで消えるけど。火事なりそうで怖いけどな。水辺は地雷、これだけは間違いない。
車だと水辺でも問題ないし、蚊取り線香の煙こもるから逆にいいんだけどな。外だと全くわからんわ。蚊はテントがあれば防げるけど、騒音はガンガン来る。頭の近くで一晩中カエルと虫の大合唱よ。カエルさんと虫さんは悪くないもんな。まあ嫌ならそんな野宿なんぞしなければ、ってことやけど。初めての野宿を池の近くでやってしまった失敗談や。若気の至りってやつやな、きっと。須磨の時までは琵琶湖の下、大阪の北側抜けて行ってたけど、その先は山陰と山陽どっち行くんやろね。山陽の方が道路沿いに何かと休めるところ多いやろか。圧倒的に山陽がいい。山陰はマニア向け。2号線もなかなか大変よ。西国街道は一致のスレでは初やな。九州は道の領域らしい。明日はホテルか、安心やな。名古屋でもどの辺通るんやろか。前回は金山ら辺やったか。けど一致は自力で自分の寝泊まりするところ見つけてて偉いわな。ただいま、どこまで歩いたん？岡崎、藤川宿。藤川まで行ったんか。一致すげえな。元宿あたりまでと思っとったわ。一致が大阪来たらスネークしたいんやけども、通りそうな道は住んでるところからだいぶ遠そうやな。わかる、大阪済みやけど遠そうやからな。みんな勘で探し当ててるんかいな。ウプする画像から一致のおるとこ割り出して地元民がスネークしてるんちゃうかな。違うかったらごめん。ワイは京都から兵庫に抜ける道で、かつ大阪通りそうなとこ予想してた。ちょっと地図開いてみてるんやけど、京都から国道1号経由で、梅田から国道2号入るのか、国道171号使って西宮で2号入るのかやな。西宮からは2号になるか。須磨と同じやったら、京都からは西国街道というか、171沿いみたいやね。なるほど、確かに須磨で一回使って勝手がわかる道行くかもやね。須磨と同じやったら、徒歩2分くらいのところ通るけど、日程的にこっちが地元から離れてる日になるんよね。あれま、残念。通り道に隠しといて、Twitter の DM で一致連絡。なんか歩みを止めるのも悪い気がしてな。須磨の時もめっちゃ近所の写真ばっかりやったけど、様子ネークできんかった。せいぜい毎日の記録を自分用に書くだけやわ。悪い気持ちするん、グーわかる。一致かなと思うて差し入れ押し付けたら別人だったら草やけど。特徴的な靴履いて、でっかい荷物背負って183センチのガタイがいい人はそうたくさんはいないやろ。そんなにでかかったんか。静岡から名古屋は基本1号線だから、スネークもしやすいよね。スネーク族は差し入れが目的の人ばかりやろうけど、一致自身が欲しいものの要求をしてるわけじゃないから、ほんまに来てもらうことを望んでるんかがわからんからな。多分嬉しいと思うで。人に頑張って言うてもらうのは嬉しいもんよ。すごい近所で自転車で15分とかならスネークしようかな思うけど、それで一致の歩みを止めたり、ここで予告して一致の行きたい方向を変えてしまったら申し訳ないし、わかるジレンマやね。みんなマナー守ってて、ほんまにええ人ばっかりなのがわかるけど、こうしてみればオンジェイって意外に常識人多いんやな。まあ一番いいのは、一致がお風呂入る銭湯とかわかってれば、そこで差し入れ渡すくらいにしないとやね。いやまあ、飯時や宿あたりなら、飯でもとは俺も思うけどな。やっぱ歩くのってペースあるやろしな。スネークが全部悪いとは思ってないし、一致は自分でその辺の加減できるとはほんまに思ってるよ。スネークってなんや？ボス。ヘビ。そんなんも知らんガキは帰れ。スネークってここで使ってるような、いい意味合いじゃないことあるから、わからない人もいるだろう。いわゆるリア凸のことをスネークとここでは言ってる。見てるとどうも、名古屋でスネークする2期と、岐阜でスネークする2期おるっぽいで、ワイは家で Google ストビューして、一致近くにおるってウホウホしよるわ。ワイも2回くらい近く来とるの見とったけど、ウホウホして終わったわ。うまく言えんけど、なんかそんな感じで、自分はスネークはしないけど、ご安全に、って思いながら見てるわ。名古屋、愛知は J 民の巣やからな、多すぎる。愛知 J 民が多いっていうか、人口の差やろ。関東はいつもみんながスレに気づく前に通り過ぎてることが多いやろし、また関西通るときはスネーク多そう。鳥羽の時に差し入れしたのが、スーパー銭湯の割引券、絆創膏、アクエリアスやったな。水系は必要なんやろけど、重いからな。そういや一致、前回のでリンゴめっちゃ喜んどったな。バナナも好きみたいや、よう朝飯で食べとった。九州民やけど、ゴールしたら何かプレゼントしたいな。マリンワールドでゴールテープ。てか一致の性別ってどっちや？あとなんでこんなことやってんねや？途中から来たタミヤからわからんねや。183センチのガタイのいい2期らしいで、知らんけど。一致はみんなと会って交流して、っての目的で旅してるわけやないから、スネークしてもサクッと支援物資渡してさよならがええんでは？そういう紳士スネークばっかだから足止めするような人いなそうだけど。単純に自分が歩いてたとしたら何が欲しいかな、でええんちゃうかな。
そうすれば、重いもの、かさばるもの、生もの、癖のあるもの、などはあかんなって思うやろ。せやね。なんだこの紙スレ、一生支援するわ。名古屋着いたら一致は爆睡なんかな。明日一致スネークしたいんやが、名古屋着く前と到着後なら、どっちがええんやろか？一致明日名古屋来るの？差し入れは戦闘共通入浴券とかならええかな。荷物にならないし。一致もう寝たかな？おつ？ 8日目続くでー。